新年明けましておめでとうございます。お願いします。どうもフィッシャーズシュウクですのもときダバザコ毎年恒例の土手に行こ本当に毎年この年末年始は天気がいい、ほぼずっと晴れてる。ほぼ晴れてる。そうだね、晴れのこと多い。気温も高いし、今日めちゃくちゃ暖かいんで、いつもなぜかさ最初意気込んで半袖で行ってで土手着いた頃には全員ダウン着てるみたいな今日大丈夫そうですよ。パーカー1枚ぐらい大丈夫そう。全然上着は持ってくけど。上着はいる今からですね、毎年恒例の土手に行きましょう。その後に、鍋の買い出しをする人もいれば、ちょっと編集なり、家で作業があるっていう人もいるし、その後は鍋パーティーと、土手までは、俺らメンバーだけでいいだろうと。でその後うちのスタッフも入れて鍋をしようかなと思います。そこでねいろいろとなんか話もできたらなみたいな感じなんですけど、今年あった出来事とかマサイの名言とか嬉しいですね。結構そういう風になってる。あとスタッフのね話だったりとか、今年のニュースをいろいろと話せたらいいなと思っております。今年15周年なのでフィッシャーズがすごく濃い鍋の動画になればいいかなとは思ってるんですけど、土手行った時に結構前回とかもなんか濃い話をしたもんね。丸くならずにだけどこう輪を広げていこうみたいな話し合いでしたけど、今年も濃い話ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひともねなんか見てってください。はい。よし、じゃあね日が落ちないうちに土手行きましょうか。ね、またエモい気持ちにはなれるだろうから。ピンマイク買ったんだけどあえてピンマイクなしで行くわ。風と電車のあれを音を避けながら喋るっていういらないスキルが身についたんだよね。そうだね。橋が近いからめちゃくちゃ音鳴るっていう。あれをねちょっと下げながら頑張りましょう、ね。よし、じゃあ行きましょうか。よし行こう。割とみんな無視してずんずん進むんだね。年末感やっぱ出るな。この動画ってすごいな。年末感出るわ。マジで年末感出るな、この動画撮ってると。あるあるここ登るやつ。年々階段きつくなってないけど。そんな変わんないよまだ。30そんな衰えてないから。単純に太ってるだけだから大丈夫。年じゃない。今に始まったことではない。うわ、変わらんね。変わらんな。建物増えたかな。建物どこ見てんの。奥か、あっちか。変わらないな。今日ちょっと人多い気がする。確かにね。しかも年明ける前に来てるからね今日ね。そう。マジ大晦日でね。マジな大晦日に来んのは久しぶりか。あれ前回どうだったっけ。前回も大晦日か。よいしょ。ここ降りていつも通り右に曲がると。まさに今年やり残したことありそう。トイレぐらいかな。俺もそう。マジで俺もトイレしたよね今。めっちゃトイレしたよね。そう持ってて。ガチ行ってくる。マジかよ。あいつ瀕死やな。必死じゃない？なあ俺瀕死なの。くたばりとしたら元気だ。傷口でいる。傷口。早く行かせてやれ。早く行かせてやれ。思い残すことない。よだれ出ちゃったね。ダホでけえ。全部多い。さあ前に行くんだ。でもなんかこの後ろからの絵がなんかいいわ。本当にうん、手ぶれしてない？大丈夫大丈夫。信じてるよ高尾。うん、本当に手ぶれしてない？大丈夫よ。本当に手ぶれしてない？うん、大丈夫よ。揺れてない？ダホが揺れてるよ。ダホが揺れてるよ。いや、これはね、絶対にブレてるね。絶対に高尾がブレてるよ。高尾手ぶれ気をつけて。腹減った。オール逆光。神々だろ。毎年恒例。これ変わんねえな。変わらないですね。来てるこの人は。トイレじゃん。レジスタンスだ。革命だ。革命だ。革命だ。やばいぞ。線路の規制のための。レジスタンスができた。革命だ。革命だ。頭悪い発言が。順序もやばいしね。そう。レジスタンスが革命軍だろう。そう。何に抗ってんだよ。どんな偉いやつが住んでんだろうな。俺ワクワクするな。あ、今年そっち行くの？こっちルートいつもあっちだけど。ルート3。なんだ違う道行こうとするなよ。天気よ。映える。ほぼ15年間これを続けているということですね。そう考えたらすごいわ。いやそっち奥だよ。消えた。え？今日満潮。消滅したよ入り口が。
いつもここだよ。あれちなみに言うとここです。そうだよね。はいなんもないけど。いや、ちょっとずつ変わってんだよな。おいしげるか。しげるしげるー。今日はこっちから行けねえんだ。あ、いや割ってけるよ。しかもそう足に優しいタイプ。さあ15周年はもしかしたら大変ってことなのか、これそれを示唆してる。ああ危ないね。ああ危ない。おい、なんかわけわかんねえのがいっぱいついた。意味わかんねえ種超ついた。よいしょ。あれあれ結構多くの人が渡った説あるな、これ。あれ金属あれあれでもさ、金属かなり劣化してるね。これはやばい。曲がってるよ。いやー、これは渡ってみよもう無理じゃないこれは。さあ勇気ある一歩は誰？う。まあ渡ってみたらわかんじゃん。ちょっと渡ってみようよ。まさにそういうの一発目にいけるタイプ。いや、やばいよ。意外と。おおーいや、もうかなりやばいよ。いやこれマサイが1回目行くのすごいな。勇気。おおお。ー渡れたな。15周年俺たちいけるかもしんねえぞ。渡れたな。ほら行け。非常に危険。だって見てて分かっさあ危ない。だってこっち側マジ行きたくないもんね。た。もう本当にシルクの側から見たら分かると思うけど、もうね、ほぼもう崩れてんのよ。おー渡れた。いけるんだ。渡れた。ナイスクリア。透けちゃってるじゃん。接地面もねクソ。あ、そうなんだよね。これ爪だけだもんね。そっち方面爪かかってないもん。そうだ、浮いてんだよね。あ、やばこれ。なんでこんなペコペコしてんのこれ。あ、いけます。あ、いった。いったー。危ねえ。危ねえ。いけたね。怖えこれ。うお。これ本当いつ行くかわかんないから。これクロックスちょっと新しくない今日。クロックスこれね裏肝。知らんわ。昨日説お乳のクロックスだ。あったけえな。ちょっと紫じゃない。あ怖え。いったさあまだ本命来さあた本命。 4人クリア。あこれ絶対いける。え、嘘。いや俺ねもう何でもねこういう危ない道通ってきてる。いけたね。かよ。いけたやんない。そう俺もう何でも通ってきてこんぐらいなら大丈夫。大丈夫そう。もう15年やってるとね黒だね。この足場が折れるかぐらいわかる。非破壊検査だね。なお、はいちょっと割れてほしかったろ。あちょっとね今日濡れる準備だけ一応してきたの。なんかちょっと折れてほしそうな顔してたわ。そう踏んだ瞬間う折れねえなこれと。そこはわかるんだ。うわ怖っ。ちょ。ああ、もう行っちゃうの？じゃあ戻る。んだほ行けたらやっぱ行けるんだ。ん。さあいつもの場所だ。狭いね。なんかね、いやだから思った。15周年まで続く YouTuber グループはいないというこの狭さなのかもしれない。ああ、なるほどね。そう暗示？こっから先は大変だぞと言われてる可能性ある。え？あ、本当だね。今日満潮。普段よりなんかここら辺が生い茂ってて気持ち狭いかも。そうだね、なんか今年ちょっとあれだね、険しいね。だし多分いつもの秘密基地は水で封鎖されてる多分。2024年が険しかったという暗示。なるほど。わかんない。ワンチャンこれからこれからの可能性もあったね。これから道開く可能性。その可能性ある。全然ワンチャン泳ぐんで。歩けないなら泳ごうっていう。そうけどやっぱいろんなルールがさ俺たちをすごいコンプラがな縛ってるからさ。縛ってる。全然必要なら飲むし。あ、必要じゃないよ。いつでも言大丈って。夫。いや、まずぎだろこれ。特級呪物やん。今年はここだな。拠点。うわっ、あー、タラッタッタラタラッタ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 ラッタ。はいということで土手に来ました。暑っ。ね、今日は暑い。暑くて脱いじゃったもんみんな。やべえ今日一番日焼けするかもしんない俺。ね、眩しいよ。いつも通り来たので軽くご飯でも食べながらしましょうか。可愛いでしょ。俺年越しそば食ってなかったからここで食べる。俺も。朝ちょうど俺食べたの。俺もあった。年越しそば。綿が飛んでる今年も。箸で落とした。やっば。あの辺のさカレーいいの？念のために予備を持ってきたんじゃん。予備素晴らしいすげえそれは天才。予備だ。いただきまーす。ちょ待って。あちょっと待って。マジで。全てに感謝して。
あーちゃんと大晦日って感じ出たな。やっとね。正直今年あんまなかったんだけどね。でなんでかなと思ったんだけど、前まではやっぱほぼ毎日投稿みたいな状況だったじゃん。ここ最近はさ、その全体的にもさ、3、4日してから動画出るとかのなんかこう毎日、YouTube 自体全体がね。そうだね、全体のそうトレンドというか、流れがそんな感じじゃん。一本が長えな。っていうのがねあって、その昔よりかはさ、出して制作して出してっていうのがちょっと遅くなったね。まあ、だからなのか知んないけど、大晦日もう来たーぐらいだよね。確かに。正直前よりかはすげえ走り続けて、大晦日やっと来たではないわ。こうゆったりなんか人間した年でもあったけど、2024はまあその分難しくはあったけど、まあでもそれこそやっぱり新しい家族がね、そうですね、生まれたりだとか、うんそういうのもあったからね。慣れ出すとかね、いろいろとね、環境が結構変わったね。なんか全部が変わったかも。 YouTube 自体も変わったし。でも俺たちはさ、もともとさ、1時間半撮ってたと思う、7分とか15分とかしそうだね、素材自体変わんないんだよね。まあそうね、やってることは。24時間企画とかも逆に1時間にするのむずいなみたいなね。めちゃくちゃ喋ってるから結構長時間撮ってる動画多いもんな。多いね。多いね。でもさすがに元々よりはだいぶ伸びてるよね、俺らもね、感覚が。俺ら自身も多分撮影の時にそういう気持ちにはなってると思う。もちろん長いからこそちょっとこうちゃんと自分のさパワーみたいなのをどこで出すかっていう計算必要だよね、正直。強いところで自分の面白いところ出したいとかさ、それはあるじゃん。ずっと最初からトップギアだと後半めっちゃ疲れるみたいなのもあるし、まあ、それ多分みんな遊んでる時もそうだと思うんだよ。まあそうだね。ね、ミスターの分かりやすいのは夏本気出すっていうのがテーマで、まあそうだね。そこに向けてどう動くかがあると思う。それが分かりやすいのがいいな。まあそうね、夏頑張る、ちょっと秋休憩。今年もそんな感じだったね。全体はでもどうだった2024年、フィッシャーズ自体はみんながどうだったか。まあでもやっとみんなに役職がちゃんとできたんだよね。今まあダーマが基本セカンダリで、ザカオがセカンダリを見つつメイン編集を学んでるってところで、今グッズ担当が、元木になってるから、まあショートを頼んだりとかするんだけど、であとはマサイがゲームチャンネルを運営中でメインもやりつつなんだけど、でダオが、まあ、基本メインをやってるんですよ。で俺もなんかその全体のフィッシャーズのなんかその流れと、まあもちろん編集も、まあ一応みんなちゃんと役職遅くない？そう考えたら遅っ。いや俺たちマジまだ未完成なんだよね。そうだね、あまりにも未完成すぎるね。15周年経ってなお上がり幅があるんだけど、だから今年の2020チョコは、まあ前回言ったけどね、その最後綺麗な輪になるようにしこうみたいな。チョコはなんで今食ってんの？いやずっと食ってるよ最初からずっと食ってんの。たまに食いたくなるんだから。 97% の小児科医が推奨してんのでかいやつが食ってんのおもろい。全部。いや俺これ夢だったんだよ。子供の頃の、まあ、2025年の目標はちゃんと僕はもう決めてる状態でここにも来てるし、まあ、鍋でもその話はしようかなと、先にざっくり言うと、まあ、しっかりと今のままの雰囲気はもちろんなんだけど、まあちゃんと頑張りましょうよっていうのは大前提。ただやっぱうちのメンバーもちゃんとぶっちゃけるけど頑張れなくなる時があるんだよ。これはもうリアルに、それが多分自分のそのどこにどういうものを置いていいかみたいな目標みたいなのが立てらんなくなっちゃう時があるんだよ。でなんか頑張るだけ頑張るんだけど、なんかスケジュールミスってってなる時とか結構あるから、ちゃんとこうそのスケジューリングと、まあここの時に何をしなきゃいけないっていうのを月ごとに決めていこうかなと思う。ノルマみたいな感じかな。それは決めつつ、まあ今のスタンス、まあ自由にやるところは自由で、ただ閉まるところは閉まろうよとはやっていくつもりかな、2025は。より組織化じゃないけど。まあそうだね。まあなんか変な言い方するとシステムチックにはなるんだけど、俺そうはさせたくないの。それは嫌なんだけど、一番ちょっとこう今年感じたのは、目標とか今やるべきことっていうのが順番が間違っちゃう時があったから、そこはしっかりとしていきたいの。それをなんか、まあ今月はこれやろうよとか、いついつまでにこれは終わらせなきゃいけないからっていうのをなんか逆算をしっかりとできるチームにはなりたいなとは思うから、まあ2025の目標かな。それは去年もそうなんだけど、これを頑張るっていう言葉は結構みんなから出てたんだけど、じゃあいつ頑張っていつまでにやらなきゃいけないのかっていうのが結構曖昧だったから、そこもなんかしっかりと、立てれたらいいよねっていうのはあるかな。実際スケジュール立てるのはめちゃくちゃ苦手。なんかそれはやっぱ今年を見てて
やっぱ思ったのもあるから、その辺のなんかこう自分でスケジュールを立ててこれまでにやらなきゃいけないっていう、ある意味プレッシャーに戦っていかないと、そこが今年はちょっと少なかったかなっていうのがあったから、そこはやっていきたいかなとは思うね。セカンダリとかももっと出せるだろうしとかね、待ってくれてる人がいる分やっぱ出さないとあれだから、そこら辺は今年は強く俺は思ったかなと。みんなはどうですか、ゲームのチャンネルをやってみてさ。運営初でしょ、それこそ初めてだね。初めて本格的にこうリーダーになって動かすみたいな。大変ね。ただ動画を出すだけじゃチャンネルは見てくれないわけで、編集任せてるスタッフちゃんたちもそのゲームズの味に育てなきゃいけない、編集スタイル身につけたりもそうだし、ゲームでだって実況ってしたことがないじゃないですか。でいつものスタンスでやってもやっぱ本領っていうか 100% でそれを反映できるわけではないじゃないですか。多分声張ってって意味だと思う一番遠いからね。そう真面目な話ほどちっちゃくなるのは分かる。でもそれは俺一個言いたかったことかもしれない。動画の MC を担当すると全員声ちっちゃくなるのだけは直してほしい。そりゃそうだ。確かにね。ボリュームがさめっちゃむずいんよ、編集の観点で言うと。そこちょっと直してほしいよ。特にタホお前めっちゃくちゃね、みんなこうなるんだけど MC の時にはこうなんだよ。タホがもともと声がでかい方じゃないからね。張るっていうのは意識した方がいい。いつも張るようには張るっていうか伸ばすっていうかね、前に出すっていうのだけは意識しといてほしい。これ思ったこと言っていいやつ。いいよ。それこそ2024年もなんだけど、常に思ったのはちょっと気にしすぎてんなっていうのは感じる。気にしすぎてる。言ったらコンプラを攻めろとは言ってないの。変に危ない橋渡らないでよそれはそうなんだけど、でも人間味が若干薄いからなんか機械的に見えちゃうから、うまくこう話とかも、逃げてないんだけどそこは喋ってるんだけどうまく落ちどころがよくとか、そこら辺は人間味を持ってなんか深さは出していきたいなっていうのは2025年は思う。だって15周年なんだから15年もやってるグループでみんなに見せた方がいいもの見せなくていいものってもちろん絶対あるんだけど、やっぱ見せれるところはさ見せるでいいと思う。すげえくだらないので喧嘩するとかさ、なんかゲームどっちがやったやってないかとかで喧嘩するとか、そういうのはなんかどんどん出していった方がいいと思う。面白いし、そういうのが日々あってちゃんと15周年まで続いてんだなみたいな、くだらない喧嘩してんなみたいなのもちゃんと出していった方がいいと思う。別になんかそのマイナスな言ったらさいじめみたいなことはしてないわけだから、そういうのだったらやっぱさその出せないぐらいのレベルのことじゃん。そうじゃないからプラスになる話しかしてないから、それは出していこうよ。一個逆にもう1年過ぎたからもう言うんだけど、ゲームね、チャンネル解説するって時の俺たちへの説明が明らかに足りてなかったというとごめんだけど、今もう1年頑張ってこういう形で今さ認められるようになったから、だからこのタイミングで言うんだけど、そうだよね。新しいことを始めるときにもうちょっと相談してほしい。ああでもね、時事が入った時もそう、俺たちに何の説明もなく時事が突然現れたから、はい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 。その2点だけは俺2024年の中で唯一気になったというか、これはちょっと友達だけど組織的にねとしてもうちょっとちゃんとなんだろうな、個人個人に会った時ポロって言うんじゃなくて、ちゃんと集めて、そうだね。でね、時事の人生を背負ってるから、守ってあげたいからね。そう言ってほしかったっていうのはずっと思う。確かにね。けどまあ1年やってみて、その途中でなんかちゃんとこうしたいっていうのをなんか LINE とかで送られてきたことに関しては全然あったね。そう、それは全然なるほどと思うところもあるし、言ってくれた方がやりやすいけど、いきなり始まったからスタートが悪かったね。そうねあれは今もそれは思ってる。だからもう戸惑いが多かったです。はい、なんか本人が多分熱があったんだよ、ゲームをやりたいっていうね。でその熱はいいんだけど、心はやっぱ本当に頭クーリンの状態じゃないと、でもそのチャンネル運営ってめっちゃむずいから、それはね実は喋ってはいたんだよね。そう俺とバディさんとまさにじゃあそれ喋ってて、ゲーム作るよっていうタイミングは俺から言うのではないなと。作りたいって本人も言ってたから、そうだからもうじゃあマサイじゃあもう一旦頭任せるわで、先に言ったのは当時な作った時ね、ゲームチャンネル作った時にもう超ストレートに言ったのよ。今のままの脳みそじゃ絶対無理だと。ゲームなら正直まだ少しいいなっていうところがあって、だから俺のことで言うと YouTube というものをみんな乗り気じゃない時に乗り気にさせてチャンネル運営するの超難しかった。でもさゲームはみんな乗り気な時はあるじゃん。全然やろうって言ったらやるじゃん。
そうね。だからその分はまだ全然やりやすいからいいと思うんだけど、それを使ってやっぱチャンネル運営するのは本当にむずいぞ。チャンネル運営の頭になると本当に今までにない能力を自分で培わなきゃいけないし、やっぱ人によって説明の仕方変えたりとか、それこそさっき言った通り大人数集めていろんな話するとかっていう、TPO じゃないけど自分のカード1枚切るっていうのが本当にその選択が難しいよ話をして、でもそれでもやってみたいっていうから、でも失敗すると思うよ、先に話して。だからこういうのが出てきただけで、それはそうだろうな、一番初めにやったことだから、だからその分こっから成長していくマサイだとは思うんだけど、だからなんか後半につれていろいろ分かってきたのが、人目を気にしすぎてるなっていうのと、喋らないことに関しても結局そういうところがあって、これ言ったところでなんかあんのかなみたいな、返されちゃって何もなんねんじゃねえかみたいな、もともとの俺の性格がちょっと邪魔してた部分もあったし、俺のポジションから言いたいのは、全然やることも挑戦することも OK だし、なんだけどマサイと俺ってやっぱりメインを動かさないとそうだし、それゲームチャンネル本気でやるのももちろんいいことなんだけど、そうした時にこの分の時間も食われちゃう。だから何かが減らないといけない時間も限られてるから、そこを話し合ってほしい。さっき言った通りスケジューリングと同じでちょっと10日交換じゃないけど、俺ゲームチャンネルがやりたい、ただその代わり絶対に1週間に2本は動画出すとかって言われたら多分納得すると思う。そうで今まででネタに関しても俺が出してマサイに動画を渡すスタイルが主流ではあったから、で別になんかネタを考えるとかじゃなくて、渡しづらくなっちゃうのもそうだし、やりねどっちに力割いていいかもそんな得意じゃないですその人は、時間の配分が。だからそれが本当にできるのかなって不思議に思ってるうちに始まっちゃってたから、どうなんですかって思ってた時は、それはでもやっぱ説明があるとないとだっていう。だからこれから言ってね、そうだから言うようにする、そうそれがあればいいと思うよ。増やしてる。昔はやばかった。年末だからだろうね、1年ゲームズをいろいろ運営して多分分かったことがめっちゃあるんだよな。めっちゃあるよ。そう分かった後で12月に折れたんだよ1回。お前すげえなって話を何回もしてる。なんか車の時にね、で1回ポキって折れた瞬間があったの。12月に結構最近だね。1回今月か1回ポキーンって折れた瞬間があって、その時に話とかしたんだけど、その要は1年8で終わるなっていうタイミングなんだよ。ちょっと油断した隙に今までやってきたなんか大変なことがボーンって返ってきて折れたっていう。だからその分だから反省もしたんだと思うし、よく考えたんだけど、やっぱ突っ走りがちっていうところだいぶ反省したし、自分見えてきたし、こういう感じで怒られるだろうなのも分かってた。でもなんか30歳としてね、それこそいいターニングポイントになるし、一番俺大事なのはやらないよりいいと。確かにそうだね。フィッシャーズとしてやっぱりそのゲームチャンネルを持ったっていうのがやっぱ強みではあるから。でかいじゃん。でそれこそ YTF でマイクラやるとかさ、普通はねなんかできないようなレベルのことを成し遂げてきたんだから、それは胸張っていいと思うんだよね。その胸張っていいこともやっぱりしっかりとみんなからしてもやっぱすごかったよねって手放しにもわーって言われるぐらいのものにするために反省点がいっぱい出てきたっていう。だから来年それをうまく使えばいいだけだから。なんかもったいねえんだよいやでもな。もっといろいろできたな。いやでも俺は逆に言うけど、いっぱい注意点が出るってことはそれだけトライしたことだと思うから、それは別にいいと思うよ。チャンネル上もそうだけど、やっぱり人付き合いだよね。単純に。コミュニケーションとかもそうなんか結局自分から全部動かないと伝わりきらないから、そうだね。その待ってりゃみんな理解してくれるっしょって考えはマジでダメ。そうだね。そう、それは自分の中の判断だ。本当になんかみんながそのマサイは挑戦したからこそ今みんなからちょっと先を行ってる、俺とかもそうだけどさ、ちょっと先行ってる人からねチャンネル運営してるって意味でね、こうした方がいいよって意見が出るから、挑戦しなくて何にも言うことないよりいいんじゃない。でもなんか引き気味になることなくて、むしろこう改善してったりとか新しいことやって盛り上がりを見せていくのがすごい楽しみというか、伸びしろですから。そうなんかこういう風にみんなをこうまとめてさ一緒に行こうぜってやっていくのが、自分の中での最近の楽しみになってるから、むしろ言われることによって成長につなげてったらいいなっていうプラス思考になる。むしろ言われることがすごいありがたいし、気づけないじゃない。自分のさ鏡の姿ってわからないじゃない。鏡と自分ってわからないじゃん。だから結局ね、第三者からこう言われることって気づくことっていっぱいあるから。だから昔にさ、覚えてるかわかんないけどさ、俺の悪口を言う生配信してよって言ったの覚えてる？あったでしょ。だいぶ前だよね。だから今と同じ感じよ。言われることによって成長するの分かってるから、だからなんか言ってっていうのをあれ求めてたみたいなね。
あれを生配信に載せてみんなが見れるようにするっていうのがもう頭おかしいけど地獄だけど結局やらなかったもんね。やったやったんだけどみんなやったあんまり出なかったんだよ言えなかったんだよ。そうちなみにその時にめちゃくちゃ出てきたのがダイブだったねてめえ言いやがったなって言いながらもありがとうっつってねやつそうそれだ。だったから俺は全然あれはいい回だなと思ってるだって電波に乗せて話すってなると難しいねやり方言葉選びがね難しいねだからなんかこういう風に言われるのありがてえなと思って。いやそうだよねすごくありがたいと思ってなかなかねないからないだろ、こんな風にさもう親密になってさやっぱ上司から怒られることあるけど同級生に怒られることってもうないからね普通気まずいじゃん。みんな怒ってくれる人もいるしそうそうそうありがたいと思う。全員ねまあ、もちろんだから挑戦したマサイには、まあ、拍手とともに言うことがいっぱいあるよ申し訳ないこといっぱいあるし、なんならねメインでもいっぱいやりたかったし、ね、ショートもさいっぱいこうバズを生みたかったなっていう後悔もあるから、来年もっとできたらいいなって思ってるけど、とりあえずでも俺の中での改善点というか、もうちょっとこうメンバーと話したいなってそうだねそう思ってるだろうなとか、心で通じ合ってるっしょとかじゃない、メリハリまあでもそういった意味で俺はさらにもう追い打ちかけるようではないんだけど言うのはやっぱザカと元木とダーマにはもっと挑戦してほしい感はあるからで元木は挑戦してくれるんだけどそれこそスケジューリングと体力との相談だな。いや本当にそうでもうちょっと俺らに話すのもそうなんだけど、まあ、やっぱり YouTuber としてできなきゃならないことっていうのは絶対あるわけだから、まあ、そうだねで企画も脳強いから企画脳は強いのよ。そう絶対強いよ。そう俺の生み出されるだからそっちで自分のしか出せない色の企画めちゃくちゃ出てくるからいやもうなんか多分来年はそういう年になるだろうなと思ってでありつつまあその俺の弱点だよね。だからそのスケジューリングが苦手っていうのがもう多分出ちゃってて、俺朝起きてお昼集まるって聞いてまあなんかちょっとあんま落ち着けなかったんよ。でそれでなんか YouTube 見ながら一人で企画を出すっていうのをやってて、まあでも多分なんかその、まあ、今年1年を通してで言うとまあこれ多分他の人が触れづらいんで、自分から言うんですけど、表現むずいんですけど病気が治ってない、でありつつでもやっぱ活動してるからにはちゃんとしたいっていうところがあって頑張れる時に頑張りすぎちゃって息切れするみたいな。で結局その燃費悪くて1年通して仕事らしい仕事みたいなのが、まあ、満足にできなかったかなって年だったんで、まあ、今もなんかさっきの朝起きて、まあ、ちょっと落ち着かなくて企画出しするっていうのは別に悪いことじゃないと思うけど、まあ、やっぱその出し方とかもこれずっと課題ではあるんだけど、まあ、やっていかないといけないんだなっていう。そう自分との多分相談がうまくないタイプなんいだよね。やマジで下手くそ。そうやっぱちゃんと向き合おうとしてるから頑張ろうちょっと辛くなったなっていうのがあるだろうからそこの自分との向き合い方みたいなのがもう一個手段が増えたらいいかなっていうのはあるよな。まあ、鍋の時に話そうかと思ったけどやっぱまあスタッフとかも来るんで、そうそこで言うけど特に今年俺何回やめようかと思ったか分かんないもん。自分で企画出してで撮影して編集して動画出すのが基本じゃん。 YouTuber と言われてる人たちじゃない、でまあ歯がゆ編集それ歯がゆねいや歯がゆさみたいなものがあったのかなってこれ今鼻毛って聞こえちゃった。なんでもう飲みすぎかもしれない。なんだっておめえお前それみんなやめろよ言った言ったまあそうね歯がゆさみたいなのもあったな。メンバーも優しいからそういう動画出してからもう2年ぐらい経つんだけど普通だったらどういう角度か分かんないけど何かしらそれについてこう触れるだろうなとは思うんだけど、まあ、そこはなんかこう多分任されてるのか分かんないけど、まあ、今まで結構ノータッチだったんで、まあ、多少そこはさすがにこのまんま黙ってというわけにはいかんくなってきただろうという感はありますね。まあなんかそれがあって俺もグッズ担当とかだからその役割がそれこそ元木ってじゃあ編集とか、まあ、撮影とか企画とかちゃんとできるんだけどやっぱその疲れちゃうところがあったから、ただまあ分かりやすくちゃんと役割みたいなのは与えつつも重たくないやつっていうのはもう元木に絶対あげた方がいいなっていうのは分かってたからそのグッズとかショートの編集は任せようって思ったのが本当にね。それでなんか多分1時間とかの動画いきなりボンって渡されたら多分結構来るだろうからっていうのが俺の中でね思ってたから
ショートとかそのグッズで確認してこういうデザインいいよねみたいな、そういうのでなんか元木の強み生かせたらいいかなっていうので、だから企画だけはこういう企画やろうよとかっていうのは俺常日頃言ってたんだけど、言ってくれてたしね。そう、それが元木の強みだったからそこはやっぱ引き出してあげたいなっていうのでアプローチしてたけど、そうだから次の年は、多分まだね本当だから言ったら治ってはないから、まあ今の話的にねいきなりロングの動画とかは多分編集することはないと思う、ないんだけどショートとかそういう自分の強みの企画みたいなのが出てきたら単純に嬉しいというか、嬉しい、なんか本人もやっぱその自分が存在する意味っていうのは間違いなくあるから、もっとこう前に出していけたらいいよねと思うね。いやもう水没であれなんだね。めっちゃ来てる。いやあれ結構前からだ。三脚が見つめる。そう。なかなかね身を尽くし。まだいける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 。今気づいた完全な満潮になったらやばいよ。これでもこの絵面ちょっと貴重だよね。支えがずれてきてる、あれ大丈夫か？ちょっと一回上げる。ちょっと怖い。ダメだよこれ多分上げちゃったらもう置くとこないよ。多分そうだと思う。ギリギリまで行こうか。ほとんどマングローブみたいになってる。マングローブ一応あれだけ近くに置いとこう。イカだ。三脚浮いてた。ごめん大事な話してんだけどちょっとまあいやマジでねあれ気になる。気になりはしてた。元木のその状態をね、その伺いながらゲームを誘ってみたりとかしてるけどさ、いや本当にね。でも俺が思うにでもその状態でここまでの火力出るのすげえな。まあそりゃそうだね。そこは多分みんなも分かってるんだよね。やっぱこう元木主体の企画とかもやっぱあるから。そうそこでね、元木の活躍があるから多分さっき言った通りやめたいと思ったみたいなことも言ってたけど、まあ俺らからしたらやっぱり力として必要だから、そこはねなんかそうね。じゃあ止めちゃって悪いんだけど。いいよ。いやでもそれは考えたんだけど、自分で言うのもあれなんだけど、まあ見てくださってる方もいるし、たまにさ冗談でさ、そう新メンバー加入させないのみたいなさ、全然本気じゃないんだよ。そうね本気じゃないけど、まあちょっとさ元いたさ俺らの小学校中学校からじゃあ今の俺らにメンバー加入するとしたら誰かなみたいな話したりするのね。もしも話するね。もしも話で誰だったら面白いみたいな話は出るんだけど、でも現実そうはならないじゃん。ならない。仮にね俺が抜けちゃったらここに座る人ってもういないいないね。いないね。仮に入ってきたとしても別のキャラクターでそうだね。別のポジションでになっちゃうから、まあなんか惰性でやってるわけじゃない。惰性でやってるわけじゃなくて、でも今更もう抜けられないなって思うし。確かに。それは思ったね。自分しかいないからね。その席は誰も変えらんないからな。いや本当にそうね。っていうのが分かってるからこそだろうね。まあね。っていうのは分かってるからこそ多分悩んだ2024なんかなっていう感じあるけど。だからなんかできること探してあげたいって。そうだからこっちから投げるって感じかな。なんかいい大丈夫な範囲でね。だから本当に俺これなんだけど、これ元木は知ってんだけどね、俺マジでここまでメンバーに一回も言わなかったことがある。皆さん覚えてます？めっちゃ前の動画ね、めっちゃ前なんだけど、イベントの前日に俺がさ QR コード背負っていきなり新幹線に乗って見つかるまで帰らないって企画したの覚えてます？やったね、やった。覚えてる？覚えてる。あの時今喋るんだけど、落ちてる。そう。あの時。なんかそうかな。結構メンタル的にぶっ壊れた。あの時実はすげえ平気そうな顔したんだけど、もう今だからもう6年とか7年経ってるからこそ言うんだけど、俺あの時実は一度だけもうやめようと思ってたことがある。そうなんだ。でそれは俺もそうだったのね。全部抱え込みすぎて、いやもう誰かにこの仕事渡さなきゃいけないなとか、だからその時ぐらいに俺が多分スタッフを入れたいんだよねって言い出したの。言ってた。だからもう背負い込みすぎて全部やっぱ任せたいところもあったから、その役目としてね俺が全部背負っちゃうとそれこそメンバーがあれいる意味あるってなっちゃうし、だからやっぱ渡したかっただったんだけど、順序とかもあるからちょっと整理してからいろいろとやろうと思ってた時に、あの家で初めて朝起きた瞬間に一瞬だけ全記憶が飛んだ時ある。ポンって、あれ今俺なんでここいんだ、多分だよ知らんけど多分ちょっと心やられて、多分病的なもので、その瞬間に明日イベントってなったのをカレンダーで見て、あ行かないでいいよって思った。だから要は飛び
だね。でも頭の中でどっかであるのが、これ俺飛んだらこれ続ける人間になるなと。だからもういやここだけは絶対飛んじゃダメだと。ただ企画にしよう。だからもうリフレッシュも込みでね。だから企画にしたろと思って、俺その時に QR コードの T シャツ持ってたから、これを探してもらって視聴者さんに見つけられたら帰るっていう、もうそれも運命だなみたいな。で見つかったらもうちゃんとフィッシャーズとしてまた自分としていろいろやっていこうっていうので、その時実はやられててメンタルねで飛んだ。でその時のサムネ今見ても面白いんだけど、 MacBook に画用紙でさようならって書いてある。であれが多分メンタル俺出てて、当時俺いや多分このサムネだったら多分見てもらえる人いるからって言ってたんだけど、あれはもう仕事だけはもうこれだけはちゃんとやるっていう思いと、ただメンバーからちょっと離れようと思ってさようならっていうのの感じだったんだら、今ねちょっと俯瞰してみるとそうだったのかなってぐらい一瞬は悩んでるの。だからこそ元木の時もちょっと理解できたっていうのね。だからこそ役職がなくなるとやべえな。俺もその時に背負い込みすぎて全部渡した時の俺も怖くなったし、俺のいる意味がなくなるかもしれないとかっていうのが当時ちらついてて、いろいろとね。だからこの間ちょうどギャルレーバイスさんと話した時に、その話が俺思い出して、今の今まで実は忘れてたの。話してないとかじゃなくて完全忘れてて、墓まで持ってくつもりだったんですよ。俺がメンタルを飛ばしたっていうの、その時はもうあれはなんかもうイベント出た日にもうこれ一生話さんでいいわと思ってずっとしまってた。途端にこの間ギャルレーバイスさんと話した時にそれ思い出して、そういう話になって、でって言って、これ年末話そうみたいな。すげえでけえいるやん。がいるんよ。ずっと気になってた俺。どのタイミングで出てくるんだお前。それがあって、だからこそいろんなことがあるから分かるし、あとなんだろう、誰しも多分メンタルのやっぱ浮き沈みも絶対あるだろうし、そうただみんなに先に言っときたいのは、やっぱ自分だけが頑張ってるって思っちゃう瞬間絶対あると思う。まだない。多分ね、そうなるとき絶対来る。それぐらい頑張ってる絶対来る。てか自分だけがっていうか、こんなに頑張ってるのにっていう感覚はあるんじゃないかなっていう。そう俺こんな頑張ってんのになるときはあるし、やっぱ何のために頑張ってるかっていうのにちゃんと帰った時には、多分この関係性を続けたいっていうところは絶対ある。もちろん多分飯食べたいとかさ、生活が大事だからね頑張ってるとかも絶対あると思うんだけど、でもここの関係性はもう多分もう一度誰かと作れって言っても絶対に無理だから。無理だね。絶対無理だ。どんだけ大金稼いでもこれだけは手に入れられないの。無理だわ。だからそういう意味で地位も名誉も多分捨ててさ、ここは多分もう何にも変えらんないから、ここのために頑張ると思うのがやっぱ一番なんかいいなっていうのが今年めちゃくちゃいろいろ考えてる。何のために俺頑張ってんのかなって思った時にそれが一番しっくりくる答えだったんだけど、挑戦をすると絶対その心になってくると思う。例えばチャンネル運営をだからマサイは別に言わないけど多分何度もそう思ったと思う。もちろんあるよ。俺は絶対にこのチャンネルをこうしたい、ゲーム頑張ってるのにどうしてって思った時絶対ある。俺ももちろんあったし、何年もあるよ。多分ナホもあるし、全然ある。だし俺今それを言ってくれたから言うけど、俺はちょっとそうかなって思ってたの、あの日。俺は正直あの日に俺が変わらないとこのチーム壊れるって思ってた。さようならイベントの超疑ってたもん。で多分バディさんにだけこれシェイク本当に大丈夫なやつですかって確か聞いたんだよね。あの日からフィッシャーズっていうものがちゃんと俺とマサイがまだそこまでメインチャンネルも、できはしたけど、シルクほどできなかったし、むしろずっと背負ってもらっちゃってたから、これ本当に変わんない。シルクも変われるしチームも壊れるなって。だからあれやってくれてよかったってよくはないんだけど、そうね、イベントの前日飛んでるからねそうね、企画としてもね、これ多分俺は本当のやつだろうなっそうだねて思ったから、マジで答え合わせで言うと本当にやめようと思ってる、あの瞬間。いやだから一番背負ってた時期だったんです。そうだね。で俺らもその背負ってるものの背負い方が分かんなかった時期。そうだね。でも突然渡されないと多分俺も背負えないしって思ったんだろうね。そうだね。なんかこう説明をしてもいいんだけど、ちょっとどっちかっていうとみんな慎重派なの。言ったらちょっとパワープレイ、これやれって言わないとどちらかというとみんなやらないタイプだから。だからもうあの時に俺はもう一旦何も言わずに俺引こうっていうので手段取ったのはある。ありがとう。あの時結構やばかったのは、
今だから話せるけど、そうてか今まで忘れてたんだけどマジでっていうのがあったね。そうだからこそそれをまあ自分もチームを守るために言うけど、大変難しい言葉なんだけど、みんなは責任感持ってほしいから。何の責任かって言ったら、そのチームとかまあ自分もだけど、もちろんこのフィッシャーズというものを守るもとなんだけど、今までここを辞めてったメンバーに話聞いたけど、ダイブとかね、それこそ、やっぱ辞めるとぽっかり穴が開くらしい、心に。で気づくらしいですよ。本当にいろんなことを経験してるグループだからこそいろんな話を聞けるからいいんだけど、ここにいるっていうのが本当に人生としてめちゃくちゃでかいから、その中で悩めることだったら、まあ逆に言ったらまあ幸せだなと思えるようなチームにみんなでしていきたいなっていうのがあるな。そのために全員が責任感持ってこれやんないと、例えば誰かが潰れちゃうとか、このチーム存続できなくなっちゃうっていう、そういうなんか心で2025年はやっていきたいなのは常に2024年に俺が思っていたことかもしれない。でなんかいろんな人と話した時に結構響いたのがあって、まあ、その砂粒の理論的なやつなんだけど、1個の砂粒は砂粒じゃん。で、2個に集まっても砂粒じゃん。3、4、5、6、7、8増えてっても砂粒よ。でも集まると山になるじゃん。それいつから山と思う？みんな最初に YouTube をやっていこうってなった時に、多分その個人でどういうことができるかって一つの砂粒として頑張ってる。でいつしか一番怖いのね、自分がこう山になったなと思った瞬間で、山になったかどうかってさ、多分概念的にこうなってれば積み上がってれば山やん。なんとなく。でもそれって砂粒は理解してないじゃん、山ということ。観測者になって山って気づくんだよね。だから自分のことを山と思ったってことは、個人で一人でこう頑張ってね、いろいろと楽しくやってた時に観測者に立っちゃうから、要はもう天狗になっちゃってる時に自分の山だと思う。ここまでやったって思った瞬間傍観者になってるよっていう、ね、そうそういうことね。だからそれにはならないように一生砂粒として生きた方がいいよね。だからそれがちゃんと砂粒として頑張れば、このチームをしっかりと個人的にやらなきゃいけない責任感も生まれてくるから、どこまで行っても山にならずに今やることをそのスケジューリング立てて、自分も壊れないように周りも壊さないようにうまくやっていかなきゃいけないなっていうのは2024年に俺がいろんな人と話したりとか自分でも思ったりとか、そうしていきたいなっていう、それね、なんかうまい話が、まあ、正直2024年に固まってなくて、だから尖りすぎず個性は大切にするけど大きな円を出していこうよって話した。言ってたね。尖りすぎちゃうとやっぱ一人でこうなんかこう暴れちゃう時もあったから、去年もやっぱナホとかママさんもそうだったから、その暴れ出しちゃった時でもあったから、それをうまくやっていこうよっていう話でそれになったんだけど、どうやってうまく話そうかなで整理ついて今って感じで、これ鍋の時に話せないの。スタッフがいる前ではこれ話せない、ここの温度感じゃないと話せねえなと思ったから、フィッシャーズではないから、メンバーじゃないから、スタッフだから、そこはね、そこはなんか感じててほしいかな。ようやく整理がついてメンバー全員の時に話そう。でこれ動画外で話すんだったらもっと多分込み入った話は出てくるんだけど、動画外で話せるとしたらこういう話かなみたいなね。でもそういうチームじゃなきゃ15年も続かねえだろって、こういう話も動画にできないんです。過去のあれから含めて話そうって思った瞬間、でもシルクのその気持ち落ちたって話はびっくりした。だから俺の中で勝手にやっぱいろんな人にもちょっとお前違うからって言われるの、特別視されるの。で俺からするとその過去もあったし、いろんなことをなんか背負ったりした後の今の俺だから、なんかそう特別視されるとちょっとなんか俺からするとなんで逃げてんだこいつってなんだよ俺はね、正直。もらった言葉だけどやっぱシルクもやっぱ一人の人間っていう、そうとしてやってるわけだからさ、だからそういうので俺と同じ道を歩めとは言わないんだけど、その俺もこうしてるからやっぱみんなもまだまだ先もあるしさ、若いし30だし、まだ諦めないでいいんじゃない。そうもっと先があるよねっていう、そいつなりのやっぱ個性の光らし方はもちろんあるんだけど、ただ一個全員が多分同じことは人としてちゃんとするってことだと思う。そうこれだけはさ、なんか方法は多分同じだと思うんだよね。個性光らせてそのちゃんと大人として人として責任感を持つためのところのアドバイスだけは俺はできるなって。個性の光らし方はもう個々人に任せるけど、あとはもうちょっとやばくなる一歩前で人に頼れるかって。そうだね、それはそう。人の頼り方、まあ、自分もそうだけど、
俺たち多分人への頼り方めっちゃ下手だと思う。めっちゃ下手だね。下手だね自分で思う。だからこれちょっと変えていかないといけないし、逆になんだろう、こう頼ってもらえた時にそれによって変われる人間もいるよっていう思ってほしい。俺はそれで逆に言うと、なんか自分が前向きになれたから頼ってもらえたおかげで、だからそういう人もいるから。そうだね。だからもっと頼っていいと思う。まあ俺も下手なんだけどね。相手のこと思いすぎちゃうところが俺らあるから。そう言いづらい。そう大丈夫かなとかってそうなっちゃうのはそうなんだけど、勝手に溜まってやむんだよ。そうあるね。だからこれからはやっぱそれは言い方だよね。そうだね。まあそこもね、ちょっと俺手一杯で今さ頼んでいいとか、そういう言い方をもうちょっとうまくしていかないとなーっていうのがあるかなっていうのもあるからこそ、やっぱ任せたところは頑張ってほしいなっていうのも思うし。そうね、だからセカンダリーがラーマー今年担当かなしてくれたから、まあ俺はもっと出していいなと思うし、もっと自分でカメラ回してみる、チャレンジしたりとか、まあ、自分一人でもいいし、そうやって、まあ、逆に言えばセカンダリー任されるってことは自分で動画出せるから、セカンダリーで出せるってことは自分の色を出せるじゃん。そこはなんか楽しんでほしいなと思うし。去年と明確に違うのは、元木もね、あれね、数本出してくれてたんだけど、ほぼほぼ今、ザカオがまあメインに行って、そうだね。ほぼ俺一人になって、前はなんか3人でぐるぐる回してたのが、俺一人になって、なんかスケジュール感がやっぱ狂っちゃってっていうのと、なんかの案件とかで、こうやっぱ、なんか何々までにみたいなのが結構キンキンなのがあったりして、なんか、まあ、病んじゃったわけじゃないけど、やっぱこう、メンタルに来たというか、やっぱこう、スケジュールがキツキツになるとどうしてもやっぱやる気がこう出ないとかがあって、まあそれでやっぱこう何日も編集にかかれなくてみたいなのはやっぱあったかなっていう。まあそういう時こそ逆に言えば、ザカオがまだ編集メイン今1本やってるってなったら、逆にちょっとこれ手伝ってとかっていうのを話してあげればいいんだよね。俺も別に手込んでなかったら別にやるよとも言うし、それはなんか別に他のメンバーに言ってもいいだろうし、そこが逆に言わずも俺やるよっていうんだったら、そいつの成長につながるからそれでもいいし。あえてね、ちょっと関わりづらいかもしれないけど、人のいるとこに行くのがいいかも。そう、俺はそう思うな。まあ事務所なり、まあ、カフェなりわかんないけど、そうだね。なんか手を動かさないといけない環境に、そうだね。大丈夫なのであれば置いてみたりとか。来年もうちょっと、まあ、事務所とか外でちょっと編集しなきゃいけないっていうわけじゃないけど、なんかその何時から何時はこの編集みたいなのをタイムスケジュールは組もうかなとは。そう、多分ね、組んでちゃんとそれで準備して移動しないとだらけるから、それはねやった方がいいね。合う合わないも分かんないからね、やってみて合わないんだったら別の方法やればいいし。俺も今のダーマの話とか聞いてても、なんか2年前あったもんね。俺もそこがあったな。なんか元木と一緒に2人で元木ってセカンドで取りまくってた時代があって、あったな。元木がメインに行って、あ、俺一人になってくわみたいなあったな。俺一人で回さなきゃいけないターン来たわ、なんかきついなと思いながらやってって、であの時やっぱり俺も編集する場所を作ろうとかいろいろ工夫とかして、で今の方がやっぱ編集ちょっと好きになったし、ちょっと話取れちゃうかもしれないけど、俺今年なんやかんや多分メインしかやってないの。そうか。それはなんか俺の中で初めてなので、だけど俺の中でやっぱ悔しいところがあって、この中だとわりかし人に頼るの得意というか、得意っていうのは変な言い方だけど聞きやすいという、これどうみたいなこととかで、なんかやっぱそれでなほとかシルフとかにすごい教えてもらいながらね、今年はやったりとかしてて、だからそのあ、今回良かったよとか修正が少なかった時めちゃくちゃ家で喜ぶんですよ、実際今日酒飲もうっていうぐらい家で喜ぶ、実際ね。でなんかそういうのがあるから来年は丸々1本確認お願いってこともなしであげたい、あげれるようになりたいっていうのがなんか一つの目標で、今年それができなかったなっていう悔しさもある。そこに関してはね、俺もマサイも通ってきてるからね。そうだよ。だから多分この話ってこれもあったなって言ったら、さっきのダーマにするやつじゃないけど、みんなもあったんだろうなっていう、ちょっとフェーズが上がってってんだね。そうだね。でポジティブにやったら成長できてるなと思うし、なんかもっとやれたなと思う気持ちももちろんあるし、あのフィードバックめちゃくちゃ回収できるからいいんだよ。あ、そうそうなんだよね。ある程度直球で言えるじゃん。そうだね。これのこうしてそれだけで察せるしね、編集してる側もね。昨日もシルク結構いろいろ教えてもらっ俺の修正むっちゃ細かいから、た。でもすげえありがたいしっ。かりそこは。でもその方が精度高まるじゃん。意味がある修正だから次につながる。見やすくなるためにってやっぱ視聴者さんに届けるためにもそうだけど、後から俺らが見ても納得できるっていうねものにしたいから。
そろそろ回収しいやよう。マジでそうなんだよねマジで皮がすごいせかしてくるのよなんかあのイカダさずれてったらめっちゃおもろかったそうすげえな俺たちこれ全員下がれる一旦下がれるでもさ、そうもう一個来ない。なんかそれでパカンっていったらめっちゃ怖くない？ここまで来たらもうやめようオッケー。そりゃそう保険で一回止めとく。大丈夫？みんな明るい道なくない？帰り道なくなってるよ。帰り道ないないよねマジで？でもうてか今上がんないと多分ちょっと待って全部濡れると思うちょっと待ってちょっと濡れるか全部濡れるかちょっと見てみようまだ帰れる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 本当にあのはしごあんの？まだ逆に俺手持ちにするわいや15年多分経たないとこんな話もできないかもしれないな今年が一番本音かもしれない。ねやっぱちょっと俺ら傍から見ててもやっぱ喋りに関してもなんだけどやっぱちょっとねいろいろと気にしすぎてるところあると思う気にしてんのはいいんだよいいんだけど他の言い方に変えるとかうまく逃げるみたいなのはやっぱ養ってって人のその人間がやってるって感じをもっと出した方がいいと思うぶっちゃけトークっていうかさ YouTube 上にあるトークでも見られてるのって基本的にやっぱその本音の部分っていうか人としてみたいなところだと思うからそこはもっと強めていきたいなっていうのは俺は思うんだよな動画尺も長くなってるしなんか薄い話ベラベラしてるのも意味ねえなと思ったからでもあいつらの本音も薄くない？今ぶっちゃけてきてる先週あった出来事を濃く話すのずるくない？ちなみに思うけど俺らはもっと濃い話できるはずそうだからそれをまだしてないからまあそれも伸びしろだな尖っちゃった今どうしよう。えやだごめんやっぱ今なし。まあ練習してこう今の段階だと尖り方めっちゃ下手やね悪口だよね。めっちゃ下手やねそうなんだよ。いやでもいいですよいきなりそれを始めようとしたのは素晴らしいですよ度胸いるんではいすいまあせん。ここから修正してこうってそうマサイと同じ状況です俺口悪いから。いや大丈夫頭悪いからああもう終わりっすね。うわなんかすげえ尖ってる人が増えてきたどうしよう終わりっすよ。ちなみに尖れとは言ってねそう最初から別に解かれて深い喋りとか人間芯を出せっていうそう人間味を出してこうっていう芯を出してこうって話だからもう喋れなくなっちゃうよこれ一番ここ最近に思うそのなんか不平不満みたいなのあるのえこれ失敗してもいいやつあいいよあのね12月の案件が全部納期短すぎるんだよキンキンすぎるんだよね年度内に使いますやったー12月中のものは12月に出したいんだよねうんわかるすごく短いんだちなみにそれ俺も思ってたよし一見とは思えないスケジュール感やってたもんいやちょっとやばかったね12月はよしじゃあまあかなり濃い話核となる話はもうできたんで鍋の時にはまあ楽しい話とかまあ2024年に起こったことだったりとかでそういうのも話せたらいいなと思っておりますまあそっちはなんかもう深い話ももちろんするけどスタッフから深い話出るかもしれないしそうだねなんだけどどう思ってるかも聞きたいしねそうメンバーだけで話せるって内容はちょっと俺はちょっと今日用意してきたわ、で話せてよかったですありがとうございますありがとう。はいいい話だったよしじゃあ戻ろうかはい鍋の買い出しだイエーイ行こいくよ面白いわいい声いい声もう終わったんだけどどうするいや俺どうしたらいいのぶっちゃけ本気出せば俺そっちいけると思ういや絶対無理しない方がいいいや怪我しないでねフードかぶっとく頭をつけると関係あるのか大事大事大事しかも浅い方かよそれグレーのやつにしろよそっちだろ絶対なんで薄めの方行ったんだよ2025年俺は強いいい加減なこと言ってまたいい加減なこと言ってたいい加減だと俺はいけるぜっていう時のナホの信用度めっちゃ低いっぽいわそれはごめんそうあっちの顔見てみろあと気になるなまさに勝った感じ出すなお前お前濡れてんだよ3、2、1、GO! おお止めろもっと軽いなよいしょ。よしじゃあ行くか。行こう行こうということで、スタッフにね買い出しとか行ってもらって再登場でございますサンキュー買い物ありがとうありがとう大体1時間と7分後にハッピーニューイヤーですそうかもうか毎年こんなもんか珍しくギリギリ多分スマブラやりすぎてるはいということで、今から恒例の鍋パーティーでございますセカンダリ出てたもんね
ねバー一本満足の時じゃないそれ草薙さんじゃんセカンダリも出てでメインは昨日出てたからまあどの道で1月1日に出るからさそれもねまあ出るというあれでいきましょうかでだからセカンダリもメインも出たでショートを出したメンバーシップも出てたからゲームズもショート出てゲームズもショート出てたからね個人もう出てたのもあったからもう大体もう悲しい顔しないでくれ今だから俺もちょっと微妙な感じだった明日出しますでも編集してたよねみんなやってたもん明日あるならね別にいいと思うそうだ先にねそうだねはいということで全てまあ動画も終わったんで年始出る動画も決まってるんでパーッといきましょう高槻ちょっと今のうちに飲んでいただければな今日はねだいぶ持ってきましたこの鍋の時にこれね間に合ってよかったなこの辺のビール代はもう実質タダみたいなやったーちょっとさ一個だけその軽く夢みたいなのがあってさここに今食材あるっしょこれジブランドで出したいよねいや無理だろいずれじゃあ肉とか肉とかこのビール、元、卵、鍋のフィッシャーズ鍋ってかそう鍋に使ういろんなその具材とかも全部うちで出して毎年やってるじゃん続けてることだから鍋もおいなんだよあんたじゃあこの鍋だこれいいねこれは現実的なね現実的なフィッシャーズブランドのものが増えていくんでだいぶかかるなまあ今日はいろいろと買ってきてもらって多いよねよしじゃあスタッフもねあっちにみんな揃ってるんでこんにちはちょっとじゃあみんなでパートやりましょうかおおこれ何鍋味噌鍋味噌鍋かあ刺身もある今作ってるおおいやちょっと傍観者弟子結構の手前で弟子は言われたのクソ生意気やんクソ生意気じゃん帰れーその服いつから10年ぐらいは来てるかもしれないね物持ち良すぎるな周年かは分かんないけど言われるでもねこのアイブのハゲ方があまりにもヴィンテージのハゲ方なんだよね変えよ確かにお前が言うねも前俺結構変わってっかんねもう最近変わってるこの時もフィッシャーズの服の中で変わってるんだなんかピンクのビッシャーズのすごいちっちゃくなりまくったやつあったもんねあれマジでちっちゃいシルバニアファミリーみたいなやつマジであったわなんで脱いでんだよお前だから着ろ新しいじゃあ着ろよじゃあなんで新しいやつなんだよじゃないよ着ろあと絶対にね鍋つゆ跳ねてやけどするみたいなうわ黒毛はギュー作り方を考えてこれどれからいこうかなそんなに注目しないで、いやそんなに注目ってはなかったそんなに注目しないで震えるなよしじゃあほら開けてみていいですかはいよちょっとねボトルの形を変えたことによってね吹きこぼれにくくなったんです本当ですねそうなんです一応改良しましたすごいさあスタッフチームがおちゃらけていますこっちのおちゃらけがすごくてその負けた気でいいのやめてよその後からうろうろとか言うのやめていやちょっと後で、スタッフにも話を聞く回にはなると思うんではい、ちょっとね何その白マスクおおこれキムチ鍋かこの動画が出てる頃にまだ出てないかまだ出てないあれがあるじゃないですかスタッフも絡んでる動画ね、今年はいい酒飲めるだろうねパート楽しんでくださいはい、ありがとうございますよし、もう入れるよおい、鶏マジカットできねえんだってそれカットしないようにしたんだよ今全部切れるよ全部切れる入れるよーのところ多分カット大事なシーンがはいその時のシーンがカットされる今のは使おうかなと思っていいねよしオッケーいいんじゃないビールを持って大丈夫か全員いやありがたいですね一時コーラしょうがないなあ強っあれダブルですお薬があるねはいということで、2024年皆様お疲れ様でした来年15周年というね僕たちにとっても特別な年になりますので、忙しくはなると思うんだけど目いっぱい楽しんでいけるようにねいろいろと、スタッフ側にもいろいろと仕
掛けていきたいなと思いますので、それは楽しんでください。絶対楽しいよ。はい、何かいろいろやっていこうかなと思います。15周年だいぶね、厚みが出る僕らのね、動画いっぱい出ると思うんで、まあこの乾杯からまず厚みをね出していきましょう。いい動画になると思うんで、この動画。はい、ということで、じゃあ皆様高槻を持っていただいて、皆様お疲れ様でした。乾杯。まずちょっと食わないと何も話できない。いや普通にお腹空いてるね。だいぶ腹減りますけど。うまっ。25年になったら、チャンネルアートも変えるね。あ、オッケー。毎年ね、まさに席を連れてやるやつな。そうそうそう。今年うまくね。うまいね。いや、毎年うまいんだよ。毎年うまいんだけど、日々更新されてんだからそういうことだ。米炊いてあるのは確かにうまいな。ありがとうな。いえいえ。どうですか、今年個人は中は。俺、なんか慣れてきた。個人をそのメインやりながらとかもね。そう。あと初めてこう、なんだろうな、自分で運営してるし、その人をある意味雇ってるわけだ。とちゃんの編集者。そうだね。この間出たね。そうなんだよ。そう。さよならまたの MV 出てたから。ね、ペコね。そう。ずーっとお世話になっててね。もう昔からご飯とか行ったりする。まあなんかね、うちの動画見てくれてたしね、もともと。いやもうなんかそれがでかい。びっくり。もう一発 OK だもん最初から。毎日動画撮ってないと体が落ち着かない。まあそれはわかる。そうはそう。撮っとくっていう安心だよね。そう。編集は別に後からできるじゃん。まあぶっちゃけ。撮っとくのはね、先にやっとかないと。それをさっきね、もう現地で自分で編集終わらして、明日の動画になるから、なんか YouTube がより好きになって最初からチャンネルなんで初めてだから、それはまさにも同じだけど、そっか程よくお互い意識してやりながら。そうなんかね、やっぱポチャンとさ、ゲチャンのさ、その特性とかもさ、全然出てきてさ、お互いがそのなんかちょっといい意味のバチバチしてる。そうそれこそ時間の使い方を超考えるんだよね。時間がね、家のことも違ってそうね。一日秒で終わるもんね。マジでそう。今年いろんなところ行ってるな。国外めっちゃ行ってよ。そうだね。久々にパスポートいっぱい使ったわ。コロナの期間行けなかったもん。やっと出れるようになったよね。本当に。ピッシャーズの撮影で初めて海外に行くスタッフたち。誰が初めて海外なのかな。ある、ハク、ネル、ジジ、ガガ以外。海外ですね。ガガ以外だね。ガガ以外パスポート持ってなかったみたいな。ガガそのなんだお前らってことやめて。でもそれで言うと俺とガバのこの活動でそもそもが初。ああ、そっか。海外自体。台湾も初めてだ。あ、一発目台湾。ガバもそう。旅行はめっちゃ好きだけど海外はねあんまり行ってなかった。ちょっとあれだよね、国内とハードルが違う。まあそうだね。今年は総出で国外に行ったのがニュージーランドだよね。そうだね、みんなで行ったの。そこから韓国行ったりとか、そういうのがあったからさ。ハワイで。俺だって。いやまさにまさに。まあ別々では。俺が別々で行ったわ。感覚がちょっとずれちゃう。わけわかんなくなってるの。俺が先行ったら、なんかお前来たの。全然聞いてなかったもん。まあでも一緒に行っちゃったらね。ほらそう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 。それだじゃない。そう、それはね、俺も意識してて。おもろいよね。俺とシルクで海外のアスレチック撮る。そう、それだけ撮って本当にバイバイしたもん。来年どこ行くんだろうね、海外に。いや、行きたいところ超あるけど。それこそまだアメリカのアスレチックなんて山ほどあるだろうから。いや、まあ広すぎるからね。アメリカと言っても一言でまあね言ってもやつやな。いろんな国行ったとは言っても同じ国に行かないとは言ってないしな。そうなんだよね。同じ国にめっちゃ行ったけどな、今年俺。ハワイ、韓国旅行と同じ国の同じ場所。税関にも行ったし。税関の話なんだ。そう。それはそうだよね。あまりにもショートスパンでハワイ行きすぎて税関にお前マジかと思われて。それは税関の仕事としては正しい。そう、仕事正しい。明らか怪しいな。おかしいから。アマゾン組はパスポートすごいスタンプ増えてる。確かに増えてる。やばい。大事にしちゃうから期限切れちゃう。そうだね。なかなかないよ、あんなポンポン押してるパスポート。俺たち赤道のハンコ持ってるから。持ってる。あ、そう。あれレアだ。あれレアだな。で来年誰が？やばすぎ。全然いけんなら。俺行けんならマジで行きたい。一度行った組はね、やっぱ行けんなら行きたいぐらい。ちびっこのこととか考えなくていいんだったらマジで。いや、本当にそうだね。全員で行くじゃん。全員で行くか。止まるぜ YouTube。
それはマジで大変だ。移動中までやってたの。まあ行くなら行ってない組になるのかこれは。そうだね。そういうことせっかく6人いるからさ、222で分かるどっか行くとかさ。海外。そういうのもできるよね。でね、なんか何編誰編誰編出せるね。一人旅面白かった。まあね、一人旅合ってた。まず合ってた。楽しそうだ。すげえ楽しかった。何言ってるか意味わかんなかったから。そうだから日本語ミスっても誰も拾ってくんない。そう、だからおもろかったね。即豚箱ことができますからね。いや、まあマジアマゾンはちょっとね、行ってない組行ってほしいわ。俺と坂本いや、と山か。本当に最初怖い、確かに。俺は行かないだろ。なんかシステムが崩壊しそう。なんかそれもまた楽しいよ。俺は切れるね。だから制御不能になる。あ、そういうことね。は切れるね。俺は切れるね。一生忘れない景色は見れる。いやいいよな。確かにね。俺今でも忘れられないし、思い出せって言われたら思い出せる。本当にちゃんとこう絵でも描けるぐらい。あんな景色見たことない。感動して黙って俺ら上見てたもんな。ね、空ね。満天の星空。夜のさ、ロ地の前が湖みたいになってるんだけど、サチャロッチ。から見上げる空が。めっちゃ良かったよ。ハリー・ポッターみたいにさ、自分らが泊まる場所出てくるんだよ。そうね、急にこうボートでさわーって進んでると急になんかポッポッポッと明かりが見えてて、あ、なんかあるなーと思ったら急に出る。そうでハリー・ポッターのロゴがトゥー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 。飛んでキモかったけどトゥートゥートゥーダニエル・ソドクリフぐらいだったよ。音域違い。こっち味噌ラーメン作ってます。いやー、ちょっと行ってほしいなー。ただ俺たち3人だと、マジで不安だから引率は必要だよ。ここ動画撮んなくてよくねってところでめっちゃハプニング起こりそう。そうわかる。あありそうそれ。めっちゃ心配。スタッフアマゾン行く？大丈夫ですね。大丈夫って何それ？ネルは行きたそう。ちょっと行きたそう。ちょっと行ってみたい。ワクワクしすぎて足場踏み外すとかしないで。やりそう。やるやん。カメラ構えてるのありそう。俺たち。ダホの妹じゃねえ。みんな首すり終わりです。カメラトラブルが怖いね。あー、まあね。なんかその充電し忘れてましたが終わりやん。終わり。海外行くとき充電し忘れるってやつ結構バカだったよ。バカだね。でも起こり得る。あるマジで。忙しすぎてもうバカ疲れたわっつってぐらいってってなって全然あるの。充電しようとしたら寝ちゃったり。そう充電スポットないと平気だから。あ、それはそう。確かにそれはありそう。それはそうだね。まあここで万全に充電しても向こうで切れたらさすがにまああれだけど、こっちでさすがに充電しないのはまあ電気あっても電圧合わないと、コンセントの形合わないと。ね。海外あるあるね。だから当時ね、今東海の方で高岡さんと一緒に行ったからそうだ、そう、高岡さんも行ってね。さすがに忘れることはないと思うよ。ないね。で俺インドネシア行ってみたいんだよね。すげえ人口多いじゃん。本当かなと思って。そこからですか？本当かな。めっちゃ発展してるらしいよ。そう電車で Wi-Fi 普通に使えたりとか。インドもインドネシアも多分行った瞬間にその夢叶うよ。行って。行ってあ本当だっつって。行きたい場所ありすぎるな、そう考えると。アゼルバイジャンかな。景色綺麗なんですよ。それで言うと俺トルコだわ。カッパドキア。カッパドキア行きたい。これや。そうや、デュエマのサンマナのクリーチャーな。まんまだったファイアワード。まあ2マナ少なくするやつだ。ドラゴン。コッコルピアの情報そんな出さなくていいです。今俺カッパドキアの情報出そうとしてるから。カッパドキアね。ロンドンの時計塔とか生で見たいかも。カッパドキアの話がそうでした。ロンドンは俺もでもマジで見たい。どうなんだろうね、なんかさ、その物語の舞台にはよくなる。やっぱ切りそうだね。行った時にちょうど切り越えてジャック・ザ・リッパーってなんのかね。あ、夜とかね。ロンドンはでも俺もマジで一緒にちゃんと一回は行きたい。ロンドンってフランス？イギリスね。イギリスか。イギリスかな。ちょっと違う。フランスの都市は有名なパリ。フランス行きたい。フランス行ってフランスのテレビやりたい。テレビ前のネタじゃない。フランスのテレビ。映画じゃん。もう今の今までそういう忘れてるやつよくそのスピードで思い出すのよ。あれもなんか年末の特番かなんかで生まれたんだよね。フランスのテレビ。なんかマジで久しぶりに思い出した今。フランスのテレビ。今よくそれ出てきたの。すごいね。古代都市の引き出し開けてるやん。結構埋まってるやつ。聞いてねえよ別に。マサイってね、聞いてねえよってところはいっぱい喋るんだよね。で聞いてること喋ってくんないんだよね。ちょっと誤差がある。誤差がある。いやでもマジで喋ることの全てがミスかクリティカルなの羨ましすぎるわ。確かにマジン切りだね。すぎだもん。マジン切りだね、喋り。ある意味さ、だから大ミスもさ、もう当たりみたいなもんじゃん。メンバーの中だけでいるときはさ、大ミスはおもろいよね。面白いじゃん。だっていじりがいがあるというか。当たりの概念が分かんなくなる。
確かに俺たちの中では当たりなんだけどな。メンバーの中ではもう思ったやつポンって出してるだけだ。あ、そう。あとはもう誰かがどうです。になっちゃった。まあまあまあ、それでもいいと思う。なんか冷静な回路繋いじゃうとある程度こう抑制されちゃうから僕は。まあそうだね。区役所行った時の俺つまんねえよ。大体が面白くねえんだよ。お前なんで区役所行くやつ大体おもろいと思ってんの？今大体かなり真剣で区役所行くと面白くなくなるのよ、大抵の人間が。区役所はこれ出ないから。出ないよ。頼む。よかったよかった。マジで頼むわ。頼むから見てないところでやらかないで。大事なとこ行く時はあらかたメモしていく。俺何喋るんだろう。ああ。毎日確かにやっちゃダメだね。動画メモしないと区役所動画メモしちゃうと綺麗になっちゃうから。ちょっとさ、トークテーマ軽くさ、一人一個出してくる。じゃあ例からいくかも。俺今年それで傷つきました。どっかに喉元過ぎればみたいなところあるからな。飯変な食い方してるとすごいやっぱさメンバーからも反感を食らうし、そうだね。その動画の先の人たちって見えないじゃん。これレトルトのルーをチンしない食べ1週間寿司カレーの時な、そう動画の時あったね。結構反発ありましてメンバーからソース感食らってたもんね。マジでそんなにみたいな。でもやっぱ動画出してみたら3割ぐらいは同じ人いたんです。3割もいたの。3割か。そうだからあマジかみたいな。コメントも途中で打ってんのやめてるやつとかな突っ込むのに疲れちゃってる人がいて、それは結構しょぼんとしたね。はいはいはい。コメント自体ももうんだほだからそんな感じだろって言ったら思ってんだろ。じゃあ諦めみたいなね。諦められてる。俺らも衝撃それあるもんな。んだほが一個ポンって話してくれて、でそれに対してこういろいろとトークを展開しようって時に思いのほか風当たりがバコンって強い時あるじゃん。んだほに対してバーンって強い時あるんだよ。でそうなるとんだほも負けじと風当たりを強くするの。そうはいはい。かかってこい。でうわーって強くした結果最後みんなでまあそういう人もいるかで終わるって一番気まずい。一番気まずい。言わせてもらえば、そのメンバーさ、まあここにんだほ除いて5人いるわけじゃん。そうだね。5人のうちさ、レトルトに関してはほぼほぼ全員からさ、それおかしいというか、変わってるよって言われたら、そりゃもう一旦飲み込んだ方がよくね。俺あの時いなかったけどさ、その動画で普通でしょって言って、その最後にこの動画を見て皆さんを好きにしてくださいって言ったんだけど、それ多分こっちが言うセリフなんだよ。いや風当たり確かにねバーンって強くなった時に跳ね返すと思う。じゃあメンバーのさ、その言い方がきつい時はあるよ。そうあるけど、だもそれ食らいがちだからね。結構ある。そうなんかこれ多分常識ないんだわ。ちょっとずれてんだよ。いや常識ないで。常識あるとこはあるんだけど、変なとこ適当なんだよね多分ね。多分そうだと思う。分かりやすく多分定義があるんだよ。時間を無駄にしたくないなんだよ。そう。今日もなんかチョコは牛乳普通に入れてたじゃん。入れてたね。まではなってないけど多いなと思った。あれ食えんのかなくらい。あれやり方じゃん。量が俺食べれんのかな。単純に1回の食事でチョコは1袋は多いよ。考えたことあるよあれは。みんなあよかったよ。あれを食べたら俺はいいと思う。単純にラーメン食べれるかなぐらい。あれが一番傷ついた。結構キンキンだよね。冬11月12月くらい。その 1,2 ヶ月の話。そうだね。まさになんかある。まだ出てないと思う。とある鬼ごっこで捕まりそうになったので、これクリアしたら見逃してやるよって言われて、目の前に楽器あったの。その楽器でこのテーマの曲を弾けたら逃がしてやるっつってでやったの。まあ俺見事外したの。まあうまくできなかったんだ。俺その撮影終わった後に鬼だったものに「うわーあれ俺弾けなかったの悔しいんだよね」って言ったら「本当だよ期待してた」って言われてマジそのパターンないよ。俺音楽やってるじゃん趣味で。それもあるから重なってそんなドストレートに言われるとなっていうね。そんな言われちゃったら俺いやあれできたら最高だったけど、まああれできなくてもまあ全然動画としては面白かったよ。だったらね分かるんだけど、本当期待してたの言われたの。いや誰なんだろうな。誰なんでしょう。まだ動画出てないから確かにその動画なんだな。いやちょっと楽しみだわ。っていうのがちょっと最近の俺未だに出てくる。キンキン悔しいっていううわこれできた方が良かったんだみたいな。
確かに動画の内容によってはここで決めた方がいい時とあるね。全然別にどっちでもいい時とあるあるむしろミスった方が展開できるまあそうだねそうだね。あるあるあるわざとやってないのそうだね。ちょっと瞬間からあーってなったのは、まあセカンダリとかでも出したんだけど、俺隠れ運悪い男じゃん。マサイに次いで運は悪いけど結局そのマサイが強いからね。強いからここぞという時に引くのは大体マサイだみたいになっちゃってるから結局なんかあんまりみたいなのがあってショートでマサイと運悪い対決したら結構俺が負けること多くて、で俺マサイには弱いと思ってたんだけど結局あれなんでセカンダリでそのね開運殺しャムっていう動画でマサイと戦ったっていう結局マサイが変な負け方そうだね。珍しい負け方したね。初戦ではないような負け方して結局マサイかみたいな。運悪いっていうところのキャラクター的なのを俺取れるなっていう状態だったんだ。そうでも結局そこでなんか持ってかれたからとんかからしたのはマサイで俺はイエーイ勝っただけど本当に勝っていたのか運悪いキャラっていうのが自分に定着したらラッキーぐらいに思ったんだ。さらにさ雑魚めっちゃ変色じゃん、俺も隠れ変色なの、まあなんかルイージじゃないけど永遠の2番手みたいなまあでも2番手っていうのはそういう1番手のこの挙動に気づけるから勝てることができるそうだね。ああなるほどねいずれ食ってやろうという意志も必要だそうようこそこちらの世界でそれで同じ悩みは持ってる。謎の結束いやそれはそうなんだ。でもいや変色勝ちたくねえなマジで苦労するからでもそれ面白いよな確かに。多分どの道面白いっていうのが多分先行したいじゃん。多分ダーマもダホもね。そうだね持ってかれるっていうのが多分ハラハラするんだろうね。確かにそれはありそうだから結局一緒にゴールまでサッカーボール持っていったのに最後俺たち結局パスしちゃうんだからああシュートじゃ決める気で一緒にゴールまで行ってるんだよブルーロックみたいな。ワンツーでやるんだけど最後に決めるのはあいつだみたいなそういうことね。俺らも察して渡すんだよねこのまま2人で逆にサッカーしてほしいよね。ザカはなんか去年とかの方結構シュンとしてたかなもしかしたら今年だったかもしれないけどどうなんだろう記憶あやふやすぎるだろいやさ記憶あやふやにさなるぐらいさ動画出してるじゃんこの動画あるあるだけどこれ去年だったのっていうやつあるじゃん覚えてない本当に落ち込めよない今のところはなんかこういう時大体帰り道になんか思い出したりする時があるんだけどさあーっつってまあね。だからそれが多分落ち込んだエピソードになるかもしれないあります。いやまあねむずいなこの待ってごめんあったごめん俺絡みに行くよ。ザカオだいいわ。すげえ思うんだけどさこれ本当にねこれめっちゃ思うことがあるなんかいやキャラ的にしょうがないと思うんだけどなんか俺当たり強くねったいやいいよマジでいいんだよマジでいいんだけど全然大丈夫よ大丈夫だけど同じことしてるよねっていう時たまにあるよ主になる具体例はなんかこれでボケやってみたいなそれとか無茶ぶりだよね。そう、無茶ぶり全然いい、そこ構わないで、なんかその時たまたま1人1回ずつぐらいでみんなやってこうみたいな無茶ぶりボケ確かに一発芸的なね。そうあったんだけど俺振られる回数は多いそのもう総合的に考えるまあまあ多いね。多いお前ダメやろみたいな最終的になんかちょっとなんか流れでねそうそれに関してはあれだよね。そのザカオがしらけるっていうのを楽しんでるまである。そうだから俺もそれはあるんだけどだから振っちゃうところはある。全然いいんだけどやっぱりね俺もねたまに人間になるよ一人のねそう人間になった時にちょっとシュンってなる瞬間そういうことザカは表が出ても裏が出ても OK なのまあそうだね。ザカオはどっちでも OK。そういや俺とかダウンとか元木って裏出しちゃいけない感じそうなんだよねまあフラットでいられるのは本当はありがたいしそうだから全然大丈夫なんだけどマサイもどっちでもいたよ確かにそうだね表のそれで多分あの時のマサイが一番シュンとしてた。そうだね言うな。その一発が一個も出てこなかったからやばいよ俺コイン渡されてそのコインを自分のポッケにしまったから。これだってツイートしてたもんよ見てるよ。してた俺も時ダーはちょっと失敗しちゃいけない。まあダホまで大丈夫。
どっちかと言ったら表でも裏でも。いやいやこっち側危険なの。この3人裏危険なタイプ。そうで、まあ表裏いけんのがこの3人。そうだ一番表裏もう回数だけの。そうポケポケのセレビみたいなことだよ。全然何回でも投げていい。マジで大丈夫だけどたまにちょっとシュッてなる瞬間そうだね。裏しか出ない時があるからな。ありましたね。っていうのはたまにあるたまにあるたまにあるいやおもろいからいいんだよザカオも基本的に全てがずれてるタイプだからそうこの人ずれとはまあ食事もそうだしなんか全般的にずれてるのよずれてるからこそつつきたくなるっていうのはあるのなんかずれてんの出てこないからって当の本人ずっと合ってると思ってるからねずれてるいやもうそれなんだよねそれがずれてるもどきはありますかいやまあなんかその誰かに直接こうされて傷つけられたみたいなのはないんだけど、いやみたいなのないけどザカオと似たようなあれって思う瞬間っていう意味で言えばみんな揃ってて、じゃあ誰かチャレンジじゃないけど、まあ、勝負しませんか手挙げてくださいの時に、とりあえず元木出しとけみたいなああ手持ちのポケモンみたいないやそういや確かに今待ってあと3分で年取ったいやこれ話だけ聞いとこうこれ誰行く元木いけるねそうになるのがなりがちじゃんあれっていうそうだからまあ俺も自分から言ったりするけど言うけど毎回とりあえず元木やや強めだから出しといたらいいんじゃないみたいなのはそれはなんかさそう助かってる俺も別に毎回勝ってるわけではない将棋しかもめちゃくちゃおもろいのが、その元木周りの空気を見てもう俺行くよでその周りの地獄みたいな空気作ってんのはもうここだから言うこいつなんよこの2人ね特にこの2人がね携帯いじり出すんだよこうやってでいじり出して元木がそれちゃんと見て俺行くよこの2人はもう基本的にもうねやらないからそれは1年を通して見てみると何度もそういう回はあるじゃん来年はそのうちの何回かここだなみたいな引き受けてくれっていうねそう思いはあるくれてもなんか経験値としていいんじゃないそうだね思うけどそれはそうだねいけたら行く行かないやつや大丈夫ダーマリは逆にもうこれやれるのが早いからやりますかいやだとわかるよ思う似たようなタイプだから傷つくっていうかなんだろうこの空気感になることがたまにある2024年残り1分と7秒ですうわーちょうどこういう時に限ってお酒ないのがいやもう悲しいよね開いちゃっさあ残り15、14、あら13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、ハッピーニューイヤー明けましておめでとうございます早速2024年に、こんなこと起きましたよみたいな今回逆に僕メモってないんで総ざらいみたいな何があったなって記憶に新しいことをね言ってくれればプレミア効果始まってますんでお願いしますああそうだねまずはシェアまずはシェアでまずはシェアでシェアあペケタン復活説が一番多いな X で謎にトレンド入りしてるぞなんかめでたいねすっごいやってるでもだいぶ早く帰ってくるよなってあまりそういうのさ言うもんじゃないじ最初だってさ酔ってるのにさその抵抗を取り除けたことが僕は幸せですゃんあとこの2人の空間たまに怖い時あんだよな両方とも神経を携えてるんだよお互いこうやって神経症やってるなんかミスったらどっちかが切り裂どっちかかれるが消えたダブル辻切りみたいなダブル通じ切りなんですもうやばいってダウチやばいはい髪いじるなでもごめん俺この2人の空気好きこれ好きなんだよお前全部好きだもん毒好きだもんスプライトさん誰がバナナと一緒に飲んだらゲロ入っちゃう懐かしいやつだなあ古林さんやっぱ盛り上がってるね俺終わってる新顔がやっぱかなり盛り上がってますねおおー素晴らしいいい開幕でございますよイエーイ来たぞ225でね2月25日に225出るあ
あ結成は偶然ですけど、まあなんか25はちょっとまあいいなと。なんか縁起がいいというか俺らにとって縁起がいいですね。15周年だし、25日に15周年のあれは2020。 25じゃあ今年もやっていきます。やっていきましょう。健康警察発動俺何も覚えてないよ。まあこのマサイ言語警察と言いますのはですね、1年間、僕と元木の方でマサイの変な言語をメモして、それを警察のごとく後からつけてメモをするというのを発表する回でございます。過去の例で言うと体育会系の人を見て、あの人すごいプランクだよねプランク、まあブランクではあるな、大会ではブランクだねたくさんございました。マジでね、拾いきれない余罪がたくさんある。余罪はあります。それはあった上ででもこんだけメモれたよってことだよね。怖いのが、アンテナが広がりすぎて最近でも俺画像あたりのちょっとした出現もムッって感じでね、そうなんだ。集まってんだよ。今年からメモった方がいいですか。確かに、じゃあ今年ちょっと守備範囲広げましょうか。確かにね、ちょっと最近明言率が上がってきちゃってそう大変なんですよこっちも。一発目、みんなの記憶の中にメンバーなんか新しいゲームチャンネルの際です。はいはいはいいやこれゲームチャンネルの最初の予定作って決めたいんだけど、これを墓標にして作っていきたいんだよねみたいなことを言ってて、ゲームチ批評ですね。ャンネルが終わってまう赤立てちゃってる。その後もスタッフにこの墓標を共有しといてって言われましたするか。いやまあでもやっぱりフィッシャーズといえばスマブラみたいな、ああそうですね。まあ知られててありがたいところがあるんですけども、メンバー内でもスマブラよくしますと、その時にふとマサヤが言った一言、いやこんなにスマブラに関与すると思わなかった関与はしてないね、関わってない、もう制作サイトみたいになってる。家族親戚がどこまでいるか分かんないみたいな。まさやポッと家系図調べてもらえばいいの、網なくしだぞなんで最後いっぱい増えちゃってこっちも増えてる。自信守る網なくしだぞ。上はさすがに一択だよな。こういうのが後々できたの。入れ替わったりはしないんだ。お前好きなところ選ぼうとすんな勝手に。網状だぞならまだ分かる。網なくしだったらお前選びに行っちゃったよ。これもゲームチャンネルのエンディングの通りです。メンバー全員に前にのめり出してほしい。乗り出してる。言いたいことは伝わる。もやもやかくれんぼとかの話なのかな。人の家にドカドカ上がるマサイですって言って大体ズカズカなんだけど、まあ相当うるさいって言って。あ、静岡さんや。そんなマサイも悩んでるんですよね。ぼやいたのが因数分解してみたい。ご勝手にどうぞ。因数分解が頭いい人の基準なんだ。それくらいだったら教えるよ。でもその頭いいんだよなみたいな話をシューしてて、いや頭いいやつは連携が難しいんだよな言ってんだよ。頭いいやつが選ぶ言葉だから。それお前から連携しようとすんな。相手が勝手にするじゃん。いつメモってんだよそれは。すごいね、そんなバカはバカらしく連携されろ。今日もね鶏白湯ラーメン屋が新しくなってる。あの土地では鶏白湯置いてんのかな。厳選みたいな感じで鳥から取らないと出てこねえから。鳥パイタンかけ流し。掘ったらパイタン出てくるわけじゃねえから。でもなんか焼き鳥一緒に食べた時に焼き鳥これなんか並んでて5本持ってたらどれ食べたいって言って、俺さっきガンモ食ったよ。ガンモだねえよ。ガンモガンモ食べたよって言って、あんまり一緒に置かないな。あ、俺これすごい好き。あ、はいはい。どっかに泊まった時がで、扉をパッて開けたら電子レンジが閉まったの。でまさにその時に言ったの、あ、この電子レンジIHだ、インパクトに閉まってある。インパクトだ。インパクトやばい。衝撃。やばい。もうそれが衝撃すぎて。ソラジは変だけでそんなできる。ダイヤルダイヤル。ドライブスルー通り過ぎた瞬間、ドライブスルーって魅惑の誘惑があるよね。気持ち悪い。魅惑の誘惑がすごいわ。まさかマッサージ受けてる時に血圧上がってきたー。これしかも画像付きです。これそうこちらです。体があったかくなってきたな、血圧上がってきたって。いや血圧じゃないんだよ。血行がね違うから。この画像ご覧ください。はい、こちらです。あーなんかちょっと綺麗なイルミネーションとかなんか東京タワーの下のイルミネーションところ見て、ああ恋が生まれそうなアーチャリー。アーチね。アーチです。キューピットに引っかかってキューピットがね。なんかニアミスだもんな。確かにまあでもまあマサイもお話しする中で確信を持って話することがある。まあそうだね。絶対これはこうだ思って話してくれたことがミスってる時もある。ああまあそうね。こちらですね。あ、これ絶対に食虫植物だ。マンドリル。
そうマンドリルはマンドラゴラマンドレイクいろいろあるけどマンなんたらあるわ。マンドリルは絶対違う。そうそれが絶対違うの。奇抜な猿。それで思い出したけどさ、ンダホがモトキがハワイマングースいいんだぜって言って、あ、スカンクみたいなやつって。いやだからマングースなのよ。だからあんまこんなこと言うのもあれだけど、まあ、例えば唐揚げとか食うじゃん。他の揚げ物に例えるやつが俺大っ嫌いなんだよ。このメンチカツみたいなやつ。俺そいつ大っ嫌いなんだよね。だからって言いたくなるんだよ。その動物言ってんのに全く別の動物の例えが出てくる。嫌でしょ。ンダホ見てさ、お前田辺みたいだねって言われる。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいでしょ。それと同じだもん。いやもういろいろあります。でも笑ってるけどガーマもなんか字終わったっていう名言の声。いや、あれは俺ブレーキ踏んだけど踏み切れてなかったんだよ。これもう最後です。これ僕の中では今回これナンバーワンです。ちくわの話してて、ちくわがすごいいい子で、ワンちゃんいい子だねこいつって言ったら、まさに自慢げに、当時ちゃんとちくわの教育したんだよな、ビルダーしたの頑張ったんだよな。ブリーダーだ。ムキムキになってますね。ブリードとかだよね。ブリーディングブリーダーということで、2024年も言語警察お疲れ様でしはい、た。お疲れ様でした。以上でございます。清掃された。今年俺もちょっとメモりたくなかったもん。ああ、もしかしたらもういいだろ、ゲストなんかあったら俺たちに送ってください。確かに。やっぱね、マサイはね、変じゃん。近くにいる人も基本変じゃん。まあ申し訳ないけど。でもね、自身めっちゃ変なのよ。そう、わかる。そう、俺もね、フレーク思ったの。さっきからいっぱい話してるじゃん。すごい向こう側でさ、なんかこうお前もだ。まあやっぱ俺がね、結構事務所いるからちょっと長い間彼とはまあ喋ったりするんだね。まあまず俺がすげえ気になってるのは、その事務所に毎回行くたんびに何か甘いものを勧めてくるのね。マジで絶対に絶対に。いやなんかありがたいしさ、やっぱりもうちょっとずれてんなっていうのが、やっぱその覚えてる話をつらつらっと話すんだけど、じい寝てたから別に寝ててもいいのよ。で後から別に仕事頑張ってないから寝てるからさ、俺がちょっと意地悪で「ジジ何寝てんだよ」言ったのね、意地悪で。そしたらジジがめっしょっぽーってなりながら「うまかって」多分俺に怒られると思ったのか分かんないけど「うまかって」って「いや寝てないですよ、おはようございます」寝てないっすよ、おはようございます」はもう繋がらないのよ。寝てたじゃねえか。いや、ジジマジ寝起きの対応力弱すぎるんですよ。対応しないとっていうところね、あるんだよね、あるんだよ。だからマサイとちょっと似てるところがあって、対応しなきゃになるんだよな。そう、なんか人の良さが出てる。あ、そうだね。そうだね。彼はね、やっぱいい子なのよ。いい子なんだけど変なの。そう。俺とね、ザカオで屋外に行った時に歩きながらさ、レコード屋さんがあったのよ。で、うわ、いいなーっつって、いろんなレコードあるやんっつって。で、ちょっと閉まってたその時間、もう夜遅くて。で、俺ともうザカオで本当にトランペットを見る少年みたいな感じでさ、レコード見てさ、うわー、あれちょっといろいろ見たいよなーって言ったら、後ろからポッピン手突っ込みながら、さっそうと出てきて、あれジョグりたいっすよね。ジョグ俺ら二人で目合わせて多分ディグりたいんだよね。探すとか掘るって意味なんだけど、ディグるって言うんだけど、ジョグりたいっすよね。お前勝手に歩いてこいよ。言葉選びだけが全てにするんだよ。ずっと知事いたんだよね、事務所に。ずっと事務所にいるからさ、撮影が終わって事務所行って、で俺も編集しようと。ちょっと俺ずっとなんかいろいろと撮ってたのもあったから寝ようと思って、で知事も寝るってなって起きたタイミングでザカオが来たのね。でザカオが「おうこれなんか事務所暑くね?」って言ったら起きた瞬間に「暑いっすよ」お前サウナにいいんじゃないんだから「あ、暑いっすか?」とかでなんか切るとか換気するとかなら分かるけど「暑いっすよ」あれやっぱずっと話してたの。基本的に変な話しか出てこない。面白い。だってそれ結構さ、ひどくない？いやだってデーモン小暮のことデーモン小暮って言ったんだよ。デーモン小暮あれでしょ、同級生でしょ。もう一緒っすよ。やっぱね、そうなっちゃうんだな。この二人はダメが止めてきた。いかんせんながら、まあでもマサイのおかげで読み取る力めっちゃ上がったし、このなんか会話でも結構マサイがいろいろ言ってたじゃん。あ、何言いたいんだって俺すぐ分かっちゃう。あ、まあでも翻訳みたいなもんだよね。言語警察 OB じゃん。そうだね。もう OB ですね。いやだから俺なんかもう高校友達いっぱいいるんだけど、俺話すよ。それも気になるんだよな。別に少ねえとは言ってないし、いっぱいいると
と思って話してるし、多分俺もそう思って聞いてるし。大丈夫急にマウント取ってきたよ。俺高校の失敗いるんだけど。マサイが喋った時になんか友達がなんか間を置く時なんだよ。あ、これ分かってないんだなって言って、あ、それはねこういうことだよって言って俺がハブなんだ。これマジ10年以上続いてる。でも10年以上続けてても俺すげえ気になってるね、今だって。彼さ、すぐさ、話が伝わらないさ、ダーマを召喚するって言うじゃん。お前いつから上に立ってんだよ。来てあげてんだよ、こっちが。モンスターじゃないし。どっちかって言ったらモンスターの言葉を扱ってるから。ジジも、まあそれも変だなって。いい面白さしてんな。いい面白さしてる。忙しいよね。こんなこと言ってるけど、そういうのみんな大好きなんだ。大好きだね。うちはね。なんか言ってんなっていうのをちゃんと聞き取るから。そう。誰も小暮さんしかりね。あったよね、そのあれ1個あった1個。いやそれなんかの話の時に俺がワンピースボケかなんかをしたの。そしたらそれ和田さんじゃないですか。小田栄一郎。誰和田栄一郎。和田さんじゃないですか。違いますけど。1文字2文字間違う。ニアミスなんだよな。ニアミス。ジジ好きな芸能人の人とかいないの？アスリートで好きな人とかいます？松岡修造さん。おー。ネットミームとかにもねなったりするからね。確かに。で好きな俳優。片岡慎三。それはずっと言ってる。ブレないね。好きな漫画は？生きる。答えられなかった。いいんだけどなんかおもろいんだよね。それで言うと生きってんのお前な。生きるの方だ。生きってんだ。本当に意味わかんないもんね。マジでお酒一滴も飲めない。本当にピッて飛んだ雫でも酔っ払う。なんだけど本当になんか飯食ってる時にこれ酒と合いますよっていうのやめてほしい。お前飲めねえじゃん。俺もさ、お酒さ得意じゃないからこれ本当にお酒に合うんだろうなーってことを言うんだよ。飲めない分際でお酒に合いますよって出さないだろ。合うかどうかわからないからね。ジジとマサイはやっぱガチャだよね。ガチャだね。ずれも面白いからな。そうだね。でジジはマサイとあれとは違いますよって感じしてんのもおもろい。そうでマサイもそれもそうだから面白い。同じような感じなんだよね。逆にそっちある。スタッフの中でいやこいつやっぱおかしいな今年。一番変な人に指さしてる。確かに一番変な人誰なのよ。この人変わってます。せーの。どこが変か一人一人聞きたいから。スタッフに聞きたいよ。確かにジジ一番浅いからジジから言って他の深いところっていうか。おいネルさん変だろ。ちょっと待って空気する。気になったこれ。お前ディメンターだよ。ディメンターぐらい息吸ったと思う。いや声出そうと頑張ったんだな。ありがとうな。俺ネルさん変だなって思うところは使い切ったトイレットペーパーのシーンを絶対貯めることなんですよ。ある。だってそういう人いるな。一直線でしょな。いや、急になもんじゃなおの実家さ、トイレットペーパーのシーンつなげて竹みたいな。竹みたいな。確かに。構造とか夢なのよ。アーチェリーに。あれは間違いない。一人暮らしの人はやりがちだよね。まあ確かに。ほら俺があるよね。一人暮らしはやりがち。まあわかる。まあまだ理解できる。はいお次。次。まずお風呂に入らない。そう本当に。それはかなり。それはキャンセル会話ですよ。増量中の人入らない。いやこの間は入んなかった。こいつ風呂入ると2時間ぐらい入るね1回。あそんな長いんだ。長風呂だ。長いんだ。じゃあちっちゃい頃手洗う30分ぐらい手洗う。なんで入らないの？風呂に入ったらもうさっぱりして気持ちいいんですけど、入るまで。入るまでが最近入った最近いつ入ったの？そんな前なわけないだろうよ。いやだってマジ？ちょっと覚えてない。昼の方が風呂入る。確かに。昨日じゃないってことはおとといって。スタッフ首かしげてるよ。この前冷静にどんぐらい風呂入ってんのかマジで冷静に考えたんだよね。計算してみた。月に多分7回ぐらいです。6回とか。30日中7回とか。月事務所ガス止まってるとかじゃないでしょ。まあ面倒くさいから入れないってことでしょ。仕方なく入ってます。それでも逆にすごいな。仕方なく入って2時間入れるのすごいな。風呂に入らないね。入らない。他はありますか？一昨日の晩ぐらいに水
付が変わったぐらいにシルクさんが編集を送ってきたんですよ。ああそうだね。ちょうどもうみんな予定が入っちゃってて、で僕はよろしかってやって朝に送り返したんですよ。もう日中から酒飲んだら夕方から気絶してたんだよみたいな話をネル君にしたんですよ。そしたら「いやー僕も金曜日寝たら日曜日起きてました」。丸々寝れる30時間ぐらいあるんだ。本気時代があったね。ハードワークしてた時とか人間なんだ。そうなんだ。一日は寝れないな。前の日頑張ったんだよ。めっちゃ頑張って24時間起きてたとしても寝れないな。他は一人一個出てくる。そうだね。なんか出てきそうだなって。今さっきなんですけど、買い出しとかいろいろやって荷物があるじゃないですか。ここまで持ってくるのにもやっぱちょっと荷物になるじゃないですか。そうだね。なのにまず一番最初炊飯ジャー後でね。本当にね。前もってか。パックを買ってくるの。まあ例年そうだったし、まあ確かにね。じゃあ持ってるからちょっと荷物持ってやってくださいみたいな。可愛いな。じゃあ持ってくんだ。こっちにもじゃああるしな。誰かができるからね。マイジャーを持ってくると思わなかった。あ、なんだ。3ヶ月前くらいですかね、一緒になんか遊びに行くみたいな。2人でそれをそのネルが車を運転してくれて、その現地に行く感じがあったんですけど、まあそれまでもちょっとドタバタしてきて、そのイベントの時間に間に合うかどうか運転してくれてるんで、それもと話したりとかね、暇にならないでね。したら、あ、間違えたっていうのを連発し始めて、道を間違えたんですよ。徐々にそれがちょっと増え始めてきて、道を間違えた。時間通りたどり着くのかなみたいな。俺もちょっと心配になっちゃって。パクは何かありますか？事務所にみんなにお土産買っていこうと思っていちご買ってったんですよね。いちご2パック分ぐらい買ってったんですけど、2パックあったら大体まあ数個ぐらい食べれるじゃないですか。そうね。でグループラインに買ってきといたんで、まあ食べてください。皆さんどうぞってね。はい、皆さんどうぞってやったら次の日にいちごがなくなってたんですよ。犯人を探したらネルが一人で食べてました。2パック？これめっちゃ性格悪いのが、5個ぐらいだけ残してますよ。その2パック中の。うわ！途中で気づいたんだ。あ、これダメだってなったんだ。全部食えるのに5個ぐらい残ってて、一人1個だけ残したんだよ。もう先に1パック食ってることに気づけよ。俺は12個、他は1個ずつみたいな。やばい残しときましたよじゃないねん。いちごが美味しくて、理由になってないんだけど。美味しかったんだね。美味しかったんだ。この前1年越しに引っ張り出してきたみたいな服から雲が通り過ぎて、まあじゃないよ。俺だってワンシーズンさなぎが蝶になったから。そうだ。そう忘れてた。このタイミングでなんかやめてくれ。元木の家でさなぎが蝶になってる。ケツ甘いてんじゃつ。一番隠した方がいいとこ穴入ってる。どうしたのこれ？俺が来て、お前新作買ったんじゃねえんだから。最近あんまやばいなと思ってんのこのくまちゃん。それで言うとシルクさんまで歌これ履いてる時じゃなかった。履いてる時。履いてる時。そうそうそう。あ、俺のじゃん。どれだっけなんかスタッフのやつ入ってなかった。俺ドルのやつ。ゴリラのパンツ。どう思ってるんですか。だからそれでびっくりしました。事務所でシルクさんがパンイチで歩いてたんですよ。そしたらあれなんか見たことある。ラジオ買ったのかなと思ったんですよ。でそっから自分のパンツ探したらなかったんですよそれが。ゴリラのやつがね。あれさみたいな。見つけた。野生のゴリラが歩いてた。まさにの家とかに何の持ち物ないの？俺返してる。そうまさにすぐ返してくれる。まさにもういっぱい経験してるからそれ。返すとかじゃない。置くな。置いてない。消えていくんだよ。いや同じ。おっと、風当たりが強くなってくるぞ。ちょっとそろそろだな。脱いだものがたまに落っこってるのはあるあるで、この間靴下落っこってたから捨てたけど。誰かわかんない。誰のかがね、誰かわかんないけど靴下落っこってたからあこれはいらないんだな。ああ、でもちょいちょいワンペア靴下があるからさ。多分俺だわ。ワンいやだって今回ってるよ。大体ピース呼ばわりかも、その場合は。ペアになるともう揃ってるから、それが通常のやつ。誰か俺の靴下を盗むドッキリしてると思ってんだけど。普通の時してた。まあそれはしてないわ。なおくん同じ人いますここに。マジで？お前か2人おっと。ー。してないよ。ヒートテック大体黒じゃないですか。まあ確かに。だからヒートテックのないマジネルがい
いやお前絶対持ってんだよ。自分の方見ろって言ったらタグにガガって書いてある。大体黒のものはベルのものなんですよ。なっちゃうんですよ。でもそれいいと思う。なわけは変わってるよね。俺風呂入るからあいつ風呂入らないから。服もだって俺より弱かったね。そうだね。なんか変なんだよね。反対なの。かつて一人だったんだろうね。最近俺 R さんに酒いっぱいハイボール飲んだ後に「ディジ一緒にちょっとセブンイレブン行こう」って言ってセブンに行ったんですよ。でもうハイボールこう入れてもうカゴにボンとカウンターに置いて「俺今日財布持ってきてねえから」っつって全部やばい俺お前かつてのドラマ友達だね。俺温泉に誘ったんだよ。温泉行こうぜって言ったら「おい行こうぜ」ってバスタオル持ってくるってタオルが持ってきて現地行ったら俺払わねえよお前が買っただろ。いや違ういや違くはないんだけど家出た瞬間に言ってる。だから家出た瞬間にうるさくないけどいいのって言ったらいいよって言ってくれたから甘んじてる。やっぱさすがにさお金は払うだろうなっていう頭だもんね。その冗談だと思うよ。マジで財布だから財布持ってきてないんだよ。マジなのよあれとかね。なんかちょっとボケ感だな。めっちゃマジで「いや俺払わないよ」何その顔。ないそれは触れないんだよ。まあ変だわ。じゃあ酒飲まんしな。口飲まんからな。知事はその時お茶から買ったの。いや買わないですよ。全部あるの酒。なんならその後に「ジジこれ買ってよ」って一切食べないウェアハウスだからやっぱこのジジとかマサイとかザカオとかまあナオもそうだけどつつくとなんか出るからつつきたくなるんだよね。これはねあるのよ。ちょっとなんかさディベートしてよ2人で。確かにテーマ何がいい。乾杯の時ビール飲む派飲まない派で飲む派じゃん。で飲まない派じゃん。それでちょっとじゃあ結構強いディベートができるんじゃないですか。強気だね。乾杯ビール飲む派飲まない派。よろしくお願いします。推奨派なんだけど知ってるんだからさすがにバカっぽいな。バカっぽいな。乾杯のないいや綺麗にしてるから答えきれねえよ。ビール気持ちいいよ。今のご時世はノンアルでもいいですよ。そうだな。変わっていいっすかディベート。もう俺が行きたい。逆にさ乾杯の一杯まあ今日ビール飲んでるんだけど普段別にもう飲まないよってのもあるだけどもちょっとビール飲む派の方っていうか実際ビール乾杯の時にこれ聞くわ。分かってるよ。勉強したい。まあ今回は宅飲みだけど、店の時とか最初にビールっていうのはみんなが揃いやすくて注文も楽でいいよっていうメリットがあるよね。でお酒を飲んで酔っ払うとやっぱ緊張もほぐれて上司との部下の関係でも少しやっぱ話しやすくなるというか仲が良くなるよね。お酒を飲まなくても対等に話し合いたいのもあるからそうなるとお酒を通してようやく語り合ったっていうのは本当の語りじゃないと思ってる節もある。節もある。ちょっと弱気になって最近よく悪いことに使われがちだけどお酒を飲んだ時に本音が出るっていうか逆に本音で話し合った方が腹を割って話し合えたってことでなんか深まるんじゃないかな。でもやっぱそこを先の切れていきたいですね。感情でも基本的にはこうやってぶつけていくからね。綺麗な日本語使ってるのもそうでもないしそうでもないよ。ダーマが一番の被害者だから。今ダーマは頑張ってる。ダーマが一番の被害者ダーマはずっと頑張ってる。だからなんか本当ハブだよ。高校時代これをやってたんだね。垣間見えたわ。今で分かった大変だったんだなっていう。でも勉強にはなったよ。一緒の高校行けてよかったよ。俺多分別の高校行ってたら一人ぼっちだった。さっき友達いっぱいいるって。まあでもそれで言ってうちあるくんも結構そのシーンあるけどね。いいよもう。あれだとお振りの一言のパンチ強い。あるわねそっちタイプ。
日本で統治法作ったのあいつだと思ってる僕がやりながら別に何にもその場にいないのにゲノセクト V って言われるんだよわかんない音の響きとかそうもうね日常会話で急にゲノセクト V って言われて俺階段上がってるだけだから俺階段登っててたまたますれ違った時にゲノセクト V 俺そんなこう見える拾ってくれる人に対しては俺も拾っていけるんだけどさああそうねどっからでも投げていい実際もう本当に拾えない言葉でもマジで拾ってくれるからまあね俺がもうマジの適当に俺何も考えて適当な言葉言ってすら拾ってくれるからであいつケタケタ笑ってる普通に幸せそうだなと思ってシルクやっぱ生地やっぱいろんな漫画アニメの知識があるからこそとりあえずなんかやったボケでもまあどうにか拾おうという努力はあるよだから気が気じゃないんだよお前らはいつでもこうするけど俺それに気づいてこうやってやんなきゃいけないよその食事会とか行った方が楽だもん楽他のなんかご飯会とか行った時とかはもう投げますよって顔してくるわけ相手がだからよし来たじゃあそれが本来のコミュニケーションじゃないそう俺もそう思った普通のねだからその全然知らない人と喋った時におしゃべりってこれだだから今まで来てるそのなんかいろんな言葉を投げて俺が取ってあっちが満足するみたいなこれは多分おしゃべりじゃないなでおーってしてくれるのは嬉しいよそこまでなんだよね俺の努力と見合ってないもうちょっとなんかくれって思うよそのためにした努力じゃないもんなそう野手一人ノッカー全員のそう確かにそろそろ MVP とか欲しいな新しい結婚警察できそうじゃないなんかシルクこれよく拾ったの名プレーこっちはチーム保守側で好プレーねチームプレー好プレーだな。いやそれ出たら確かにちょっとやる気ではなる確かにちょっと嬉しいそれやったらちょっと変わるかもな今までなんかそのアシカのショーみたいな餌もくれたことね本当にアジリティだけで頑張って餌もらってるアシカだからシルクほど働いてはないんだけど、まあ、でもちょっと分かるシルクいない時はさどうしてもツッコミに回らんと得ないというか、いやまあ本来俺もまあ割かしアホなはずなんだけどここだとその振る舞いを全く許されないある持ってるんですよいやこれからメモしようかなお前が振る側なのに結構そういうの結構突っ込んでくれる業界じゃないちょっと踏むぐらいなんですでもちょっと内心ではおもろいちゃんとこの立場から言ってるのなんだあいでもちょっと気持ち悪いですそれでめっちゃ笑ついや確かにまあそうねまあなんか今の感じもキモいけど2人で爆笑してもさ面白いことは面白いですよ便利屋みたいな何なんでお前が恥ずかしがってんの1個聞いていいですか言うよ多分俺とあるとかは分かるんですけどちょっとシルクと2人でちょっとこっぱずかしいなみたいなちょっとあるんですよああなんか2人は感じてる感ある逆にどうですか俺あるああそうダホはそうかも俺恥ずかしい弟はどうですか2人でしもべだしもべではない久しぶりに聞いたしもべって弟だから言える弟だろでもまああるところあるけどねこっぱずかしいあるところあるけどどうなのいやないっすないんだジジハクはマサイがいるときはこっぱずかしさみたいなないですねなるかじゃあドルとかないっすね桜井普段通りなんでいつもマグは俺ある僕が多分いつも通り過ぎるそう特にマグもそんな感じはないマグはなんか誰でもそんな感じないなんかちょっと恥ずかしそうにしてくるのよ覚悟決まってない時以外俺の目見ないのよおそうっすねそう大学ずっと一緒でしょ高校ずっと一緒でしょあの 3,4 年間ってこんな早く消えんだね昔だったらボケてるのあよしじゃあ帰ろうってなった時にお疲れだけなのねあいつら変わってんじゃんだから俺ちょっと強めに帰る部屋ガラッと覗いてまたエペあいや言うよねしたらロン毛はエペやりながらお疲れ言うわ母親ってこういう気持ちなんだそうだよこのエピソードが恥ずかしいじゃあでもいやそれはだからメンバー力恥ずかしがるのなるよこの人もそうなんかこのみんなでいる時の感じと2人でいる時の感じ
違う。最後のキャンプファイヤーの火を大事に育ててる顔すんの。丁寧に会話してくんの。なんかこっちの時はさ、なんか変な話、もう伺いながらこう話してる。シネクとナホが趣味の話とかしてるイメージないわ、そういう移動時間で。ないな。なんだろうな、俺ヘッドコーチみたいな気持ちなんだけど、監督と二人きりになった。監督でと確かにむちゃくちゃ密に話してるからさ、まあ分かんないけど一緒にチームを作ってきたから、二人きりになるとちょっと恥ずかしくなる。恥ずかしいよ、なんか懐かしいみたいな気持ちになるから。それ考えすぎなんじゃないの。俺結構普通にさボケたりとかさ、ボケはねえ、俺いつも通り話すんだよ。俺がボケるとちょっと緊張すんだよ。無駄ほか絶対に拾わないといけないっていう意識してるから。それはそうだ。それはなんかある意味でのプロ意識ではある。プロ意識なんかな。プロ意識つうか、無駄ほの中のルール。でもすげえ慌てるぜ。そうすると彼悔しがってます。悔しがってる。はい。いや、まあやっぱ俺にしか話してくれない話とかやっぱあるからさ。まあ二人の時にしか話さない。だからその言ってる感じもちょっと恥ずいしな。それもな、あるとガガとダホがちょっと似てると思う、俺は。だからそういうの一切逆にないのはマサイ系とマサイはないよね、そういうのないな。結構2人とかで会ったりするし、飲んだりとかする。なんか素を出すよね。そう普通。マサイはなんか人といるとき素直に喜ぶ。マサイってどの系統の話でも楽に話す。そうだね。ジャンル関係なか犬っぽい。犬っぽいかも。犬っぽさはあるね。家族からも言われる。まあ真面目な話もするけど、ふざけた話もするしね。ザコは酔っ払った時ぐらいだからな、それすニュージーランドの帰りに、なんか俺の近くすげえ寄ってきて、こうやって飲み終わったぐらい。なんかマジで久しぶりになんか本音話したわ。で、そうみたいな。いや、それよかったわ。飲んでいろんなことねできてよかったよかった。たまにはこれも必要だよね。話した。なんか久しぶりかもな、こんな本音の話した。帰りにそれずっと言ってくる。だから俺本音隠したもんね。こっちがグイグイうるせえなと思って。なんかうちの飲み会そんな飲まんから。そうやっぱほらそう。しわしわマジでないぞ。いや、そればっかりはそうだ。コークハイ飲みたいって声はコークハイで炭酸が抜けたらコーラではなくなる。シュワシュワしてるってことは炭酸が残っていた。でも戻ってるじゃん。戻らない。戻らないよ。いや、俺ファインプレーだと思ってた。今バッドプレイ。じゃあ今を止めるぐらい。いやだってね、コークハイっていう。やっぱでもさ、コーラ飲みたいって言ってさ、炭酸抜きコーラをそのだから普通に飲みかけとかだったらまあ飲みかけなんだけど、これね、さっき言った話です。まあずれてるよね。でも面白かったのは変な行動した瞬間にこっちの3人がパッて見たのが中央にいるからさ、一瞬で全てを感じるわけよ。本当に怖いよ。風当たり強くなるぞ。って思って横パッて言ったら、なんだお前の顔。我関節みたいな。いやガチでね、安全地帯にいる時のマサイの油断ってすごいよ。もう完全に安全な場所入ったかすごいよ。この行動にもこの子でも慣れちゃってる部分があるから。変だと思いつつもまあいつものことだろう。3人共通してるのが、その行動が起こってきたら一気に眉がこうなってる。今ので言うと合ってる。合ってるでしょ。合ってるよ。会話を止めないようにコーク入りのコークを聞きつけてパスできたんだよ。まあバンバンしてたし。なんだよ。こうやってのと違うぞ。いやこうやってた。飲み込め。5分の4言ってきたら飲み込め。しかもだいぶオブラートに包んで仕上げてあなたに送り届けてるからナイスプレーと掛け合わせトントンぐらいだよ。今のナイスプレーと掛け合わせてマイマイだね。2024年に、思い出に強く残ってるやつ、撮影は。うわ、1番だとむずいけど、まあ3つぐらいはある。キャットオーリー。やっぱまあさすがに。で、もう1個がニュージーランド。オールブラックス。オールブラックス。あれはすごい。もう1個がやっぱハワイ。そうだね。スイカバーめちゃめちゃでかい。でかいですね。めっちゃ前です。面白かったよね。巨大冷凍庫が運ばれてきて、
実質リフォーム企画みたいな。確かにそうだ。ウォータースライダーじゃない？ウォーター何回滑ったか分かんないけど半分以上はぶつかってたと思う。日本企画のミソなのはドッキリってドッキリしましたのところがピークっちゃピークなんだけど、そうだね、ネタばらしがピークだね。なんだけどやっぱうちのドッキリはちょっと違くて、そっからだよね。そっからみんながどうするかっていうのが俺の中のポイントなんだけど、それはやっぱみんながやってくれるのはすっごい嬉しい。まだ動画には出てないけど久しぶりにスタッフなしで撮影したあれ一言でバカだったなと思って。いやいい意味でね。いい意味で。いやあの撮影はちょっと本当にどう編集するのかなって思うくらい本当にね。ピエンとかパオンとかパオニとかこう合体したような夏にやったやつね。そう、あれコンセプトでね、ちゃんとなんか俺たちの撮影前にマジで捕まったら死んだと思ってって言って、だからもうめっちゃリアルな空気だよ。それエスポにも俺実は伝えたしね、真面目に戦おう。だからあれにふざけとかが入り込みすぎちゃうと変な空気になるんだよな。空気が違うよね。そうそうそう。俺今年そういう車モーションしたの。そうだね。確かにサーキット借りて走ったのめちゃくちゃいい。そう、あれもそうあれもしかしてか。裏話で言うとむちゃくちゃ寒かったよな。あの撮影はそのなんか夢が一個叶ったっていう目線でめちゃくちゃいい撮影だったし、本当にスピード出た車って怖えなと思った。そうだね。まああとフィリピンってやって一人旅ね。自分で喋りながらさ、海外でね、撮れ高はもう全部自分だからね。そう気になったものは全部飛びつくしかない。一人で撮ってる動画やっぱ面白い。おもろいね。自分は参加してないんだけど、マサイが探偵やるみたいな話あった一人で運転してる最中に喋る動画あったじゃん。ずっと何言ってるか分かんないけど、あれは違う、俺がおもろいんじゃなくて編集がおもろいよ。でも面白い。何言ってるか分かんない。まあ何言ってるか分かんないのは編集しが面白い素材はさらに面白い。あんな編集し、だってあの特殊編集初めて見た。あれマサイが素材としてすごかったからできたことだからね。どっちもね、編集もそう楽しく料理させてもらった。俺ねスカイツリーで鬼ごっこしたの楽しかったね。あれはね、信じられない企画だよな。あれもなかなかなことやってるよ。東京のシンボルじゃない。そうですね。あれ、まあ東京タワーもスカイツリーもどっちも鬼ごっこやってる。そうだね。ダーブがこうベガでもさキャラも今年で。あ、そうだね。そうか。ペゲタ。やっぱり俺もうこのフィッシャーズの動画内で会えると思ってなかった。まあそうだね、それはそう。手入れたら指噛まない。箱の中身は3年ぶりに会うペゲタのドッキリ。その瞬間にこの噛んだこの歯の形、このなんかヨッシーストーリーの地面みたいなやつ。理解はできるけど気持ち悪いよ。セイキンさんコラボ。あれ面白かった。いやなんか2時間走ってたじゃんドッキリが。そうだね。そう先輩の登ってくれるフルコース全然終わらないドッキリっていうのをセイキンさんとタッグを組んでみんなにかけられた。そっかそっか。あれマジでいつ終わったと思ったもんね。そう。いやしんどかったね。一番セイキンさんが限界っぽさなのか。確かに。まだ出んだってセイキンさんが一番思ってた感じも。あでもやっぱホームランかな。まあそうだよ。そうだね。それお疲れ終わりましたよ。おめでとう。2年の歴史がようやく幕を閉じました。本当に終わった。でフルスイング出して。24年を締めくくるメイン動画となりました。もうだからバット振らない毎日がちょっと不安だもんね。一旦ね、ちょっと距離を置いてみてね。また多分野球楽しいってなるかもしれない。確かにね。そういうのなと思って。休憩してね。無人島はね、またやりたいって思う。マジでノリで決めたの。やっぱね、季節が季節でもう夏本番みたいな日だったの。マジ暑くてもうテントで寝てたんだけど蒸し風呂なの。やばそう。終わったわ。でも髪全員赤。やつら全員暑いんだ。で本当に裏話であるんだけど、無人スタッフの中で泳げる2人が来てくれた。ガガとトム来てくれたんだけど、その日マジ魚いなくて、で日がやっぱ落ちるの早いのかな。一瞬で暗くなるの。あの夜のやっぱ量、まあ朝もだったんだけど結構怖かったよね。周り何も見えない。夜の海マジ怖いよね。そもそも闇、もう全部暗い。ドルがね一人だけ沖に行っちゃったんだよね。泳いでて、でも超大きい声で「ドルこっち!」って言うけどパニクってんのもあるから方向が分かんないんです。それをもう俺とその現地の方がでも必死にこっちこっちこっちってやってどうにかなったんだけど、でも多分普段だと別に普通に泳げるタイプだったから
海の怖さをやっぱ再確認した。だから無人島はまあやっぱ印象に残ったかな。また俺は行きたいかな。無人島はどちらかというと安定したメンタルの人は1人必要だと思う。あ、絶対にいるよ。そう、確かに。だからそういう人で行くのも面白いなと思った。ああ、逆にそう、安定こっちがしてるっていう自信があるから、もう変なことしてない、支えられるし、逆に切れそうな人と一緒に行きたいなとか。切れるやつ同士で言ったらやばい。あ、そうだから俺とダーマとかねで行くのは面白そうだなと思った。あ、でも俺結構これ楽しかったなっていうのがある。寿司。ああ、はいはいはい。寿司握ったやつ。あれ確かに楽しかった。ちなみに本場のとこ行ったんだ。本場のとこ行ってんだけど、しっかりと俺家族で振る舞って。あ、俺もやった。やったよ。やった。ちょっとやばいほど記憶に残ってるのがある。そっか。タイヤが来たの。そう。しか。2024年です。しっかりと正面からぶつかり合った、まあ昔の喧嘩相手ですね。ね。その面白さまさに禁断ですからね。あと無人島以外にもう一個一つ今年すごい良かったのがあって、それがアクアタイムさんとのコラボ。あれはね、さすがにあれはそうね。僕も一緒についてって態度をしに行ったんですけど、やっぱり生歌を直接聴けたのがめちゃめちゃもう青春時代ずっと聴いてた人たちだったので、めちゃめちゃ感動しましたね。楽屋でさ、声出ししてたじゃん。あれ聞けたの嬉しいよ、マジでね。ココラスサビの音の高さみたいな。そうマグ落とし穴、あれ全力であったな。しっかりと怪我しないようにっていうのはもう入念にやったんだけど、全員が全力できたからすごいバウンドしてたな。あれおもろかった。正直あれはなんか楽しかった。俺もやってて、ああいう方法で発表したいなと思って。なんか他マジガガ無人島もそうなんですよ。やっぱ海外ですね。一番いろんなとこ行ってるよ。3カ国。マジで？本家ニュージーランド。ああ、そうだよ。無人島も行ったんで、で心霊スポット行ってるからね。心霊スポット。一番その過酷な街道だったのがガガって言ってたんだけど、納得できるスケジュール感だな。基本移動してるよ。まあなんかガガが基本的に大体の適性があるから全てに選ばれる。確かに。丸いよ。それはもうやめよって話してるんです。そうだよね。俺以外も頑張れと。それはちょっと不良。確かにね。だからあれは心霊スポットに連れてくわ。絶対俺は行かないって坂本あるで新スポ行ったら多分カメラうちの天井なんですよ。うわーってなった。あれ演者で来ればいいんだよ。克服していかないといけない。確かにそれはそう。それはそう。それはそうだね。牛がやーとか高いとこがやーとか。それに関してはそうですよね。そりゃそうだ。ごもっともでは。ごもっともだ。ガガだけサバイバル料金みたいなの発生したいな。もう俺がプライベートで払いたいよ。サバイバル料金。いや、でも違う。みんなが苦手なものを補って得意なものを行こうみたいなね。まあ確かに。っていうのは一応あるんですよ、スタッフ。あ、そうなんだ。誰が何が得意でっていうので分配してその査定にはいけるんですよ。ああ、それはまあその自分だったらじゃあ怖いのとか高いのとか嫌だからアニヤとかは言ってもらってるんですけど、その分学校の撮影では走るよと。ああ、ランニング担当。心霊スポットで走ってみればいいんだよ。シルクはね、こうね、アリの巣の穴を一個ずつ塞いでくるのが趣味だからやっぱしスタッフの中でシルクロード使命っていうものが断らないんで。だからこっちに一任されるとこういう話になる。シルクロード使命にしていただければもうこれ拒否権ないんで。本当にここだって時が俺も言わんからな。基本なんか任せたよ。あるはありますか。2つあって、みんなで行ったその箱根。ああ、めちゃめちゃ楽しい。英語禁止のやつね。ケツめっちゃ腫れたかったな。もう一個は広島。ああ、はいはいはい。広島めっちゃ楽しかったです。あれね、撮影もそうだけど終わった後ね、時間あったからね、飛行機までの飯食べる時間があったから広島のね、ご飯食べようっつって、その時裏で無人島。そうなんだよ。広島で楽しいことしてたらこっち無人島で過酷なもん。最後です。初期のフィッシャーズの喧嘩の原因だからね。それね。マジであったからね。気をつけた方がいい。遠出したやつがやっぱり基本的には思い出に残ってるね。うちわで楽しんでいいんだったら俺結構部屋企画とかも好きだよ。あ、まあそうだね、俺もそうだね。
まあ無人島はまた行きたいかな。でもまず泳げないと無理だもん。脂肪あるんで浮きます。それ泳いでんじゃないの。浮いてんの。泳げるっすよ。泳げるっすよ、隠してるっすよ。お前来いよ。何乗ってんだよ。まあ陸班とかもあればいいわ。無人島。今回俺だけが行ったからさ、その俺の動きに全部ついてくるっていう状態だったけど。ちなみにさ、ジジ泳げんの？泳げないです。まあちょっと予想通りだから。まあ泳いだことはあるっていう質問あるかもしれない。泳いだこともないですね。プール見学しました。あ、泳げないっけこいつ。そうだったっけ？いや覚えてないけどさすがに。クロールは無理。クロール無理です。なんで？プール合宿する？俺も泳げるようになりたいし。でもプール合宿っていう企画はちょっと面白いと思う。泳げるようにはなった方がいいし。確かに泳げないとかね。クロールと平泳ぎができれば OK。白衣いけんの？クロールと平泳ぎはできます。じゃあ泳げるですけど海嫌いなんで嫌です。プール合宿が仮にあったら別に大丈夫。僕はむしろ塩水で25ぐらいは全然。すごい。鼻をずっとこうやっていじってました。ほぼ夢の中がいたわ。午前2時半だからね。まあ結構そうよ真夜中ですけど。まあそうだね。ありがとうございました。終わりやがった終わりやがったこいつ。まあ2025年はちょっと今決まってる話とかでもまあちょっと面白い撮影とか、まあ過酷な撮影はもう入ってるからスタッフだけじゃなく俺らもきついんで、そこは楽しくそのきつさを味わってる。俺らが辛いとスタッフが辛いから。そこも楽しんでいただければ。きつくて壊れかけのメンバー面白いからね。それをそそっちれでいいかな。の方が思い出に残るしね。やらなくなったらやばいしね。もちろん一番怖いしね、やらなくなったら。本当に。この動画の編集これ新年やるんですけど死ぬぜ。メインとかやるようになったらやりたくない。これはすごいぜ。まあ楽しいんだけど、まあもちろんね。めっちゃ楽しいんだけど絶対超投げ。しかも今年は常に回ってるスタイル、いつもより。そうだね、確かに。だしちょっと深い話したからね、どこ切るんだよみたいなぐらい深い話してたからね、ちょっとそこもね余すところなく使いたいんだけど話をつなげたりもあるからさ、そうだね、注意深く見ていきたいと。2025年15周年のフィッシャーズもこの動画を見てまたね日々の動画を見てくれるとより深い動画、なんかこう楽しいとプラスしてなんか考えられるところもあると思う。15周年を迎えるグループ YouTuber は本当に数少ないと思うんだよね。ここは僕らの誇れるところが、そろそろ5年経ったら20周年になるんですよね。まずこのね15周年でいろいろとこうだよこうだよと思ったことさっき話せたので、それをね実行していき、またよりね一人の人間として強くなればいいかなと思っております。はい、YouTube 活動もプライベートもねしっかりと充実させた上でみんなの新しいこの動画みたいな懐かしい動画もいっぱい出したいのよ。懐かしい動画に固執しすぎると進化できなくなっちゃうんでね。もちろんあの時の方が良かったって言われることもたまにあるんだけど、それのままじゃダメなんだよね。だからあの時のままがいいって言ってくれる人は嬉しいんだけど、それを超えられるようなね絶好調のフィッシャーズを15周年で見せたら、15周年の時良かったなって言ってもらえると思うんで、それのねピークを出し続けられればなと思います。はい、ピークです。もう過ぎたか。頑張った結果。多分肉食べてる時がピーク。結構序盤。もうちょっとで締めれますけど。はい、ということで、ぜひとも15周年の動画楽しんでみてください。お願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。皆様本当に明けましておめでとうございます。せーの、あれ。一応みんなの顔面とよく飲めた。すごく気持ちいいね。あんまりこう飲めないもんね。確かに本当にそれは多くなったわ。サルバカにこれさ今更なんだけどさ、1年企画でトップモチャレンジやってたじゃん。31日過ぎちゃったんでどんぐらいまでいったかみたいな。これ発表しちゃいいですよ。った方がいいですか？ぜひ。じゃあその間に他のメンバー話してます。今年もバッテリー切れた。すいません、バッテリー1回切れちゃいました。ごめんなさい。今年はね15周年ですから、より盛り上がるフィッシャーズを楽しんでください。ゲームズどうする？ゲームズはもういろいろ予定を考えております。お、盛り上がるかと。目指せ100万人だな。100万人行きまして、再生数も行きましょう。行きましょう。
そうだね、目指そう。何かみんなが笑える未来を作ります。安心して眠れるっていいよね。2024年の、1年企画ということで、僕がねスマブラで、トップオブザ魔境っていう、段位を目指すっていう企画をやってたんですけど、最終的な世界戦闘力が、こちらでした。1486万。これがどんなもんなのかって話なんですけど、こちらですね、ここまで戦闘力上げた日付で魔境レベル4ということで、いやーちょっと今まで届かずですね。あと一歩だ。あともう本当に数万、あと1段上がればトップオブザ魔境っていうところだったんですけど、すいません、間に合いませんでした。うわー、でもすごいね、上がったな。ただ、この1年の上がり幅で言ったら、VIP 安定層って呼ばれるところから魔境初めて入って、でそこから上がって魔境レベル4までは来ました。いや、それはすごいわ。これはね、25年中にトップマン不毛かなとは思います。おー、ありがとうございます。素晴らしい。応援ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。だからちょっとゲームチャンネルで、集中的にマイクラをやりたいっていうのもあったので、あんまり放送できなかったんですけど、25年はスマブラの生放送とかも望んでる人いると思うんで、できたらなと思います。でした。いい音したね、平気音鳴ったね。やるか。いや絶対やるで。もうやれよ。やんで。やれよ。おめえが負けてる姿好きなんだよ。じゃあトップマンいけねえじゃねえかよ。お前が負けてんの見てんだよ。お疲れ様です。いや、なんかね、スマブラ面白いなと思って。しがめばしがむほどいっぱい味出るから。まだ面白いし、なんか自分は結構一人用ゲームやること多くて、そういうキャラの、RPG とかの育成とかは、やること多かったんですけど、こうやってなんかアクションゲーム、格ゲーじゃないにしろ相手がいて、相手がいて対戦ゲームでここまでやり込むことはあんまなかったんで、いやーちょっとやっていくうちにさ、やっぱ先が見えてくんだよ。これ何でもそうだと思うんだよ。絵でも音楽でもそうだと思うんだけど、新しい世界が見える瞬間みたいなのがあって、でスマブラでもそれ味わえたから、もうめちゃくちゃ楽しいですね今。ここまで来るとトップオブザマ境行きたいね。届かなかったけどまだやめないで楽しんでいこうと思います。続投だよ。続投。起こし方もさ、30歳だけど可愛いよね。ぴょぴょぴょって久々だよな、こいつはほが抜けてって言った家か我が家です。ちげえよ。ちげえよ。ちげえだろ。お前眠いだろ。そこは眠いだろ、いいだろ。今年1年だっけ？今年まだ2月か。なんやそのジェスチャー。なんやそのジェスチャー。まだ先。まだ先。次の5月で4年目。おお、そっか。一番古いからね。お世話になっております。そっからだわ。はい。でまた俺なんだから。抱負は？もうええや。もうええや。なんか怖えな。場所が怖えな。チンピラの位置だな。これはチンピラの位置だ。奥さんに一言は。この動画でか。だる。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム。他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーの、アデュー。ディアー。